はい、どうも、ジャルです。それでは今週もエボニー配信を始めていきます。よろしくお願いします。ということで、昨日はね、ちょっと急遽日付をね、変更してしまってすみませんでした。ちょっとね、火曜日が最近外出することが多くてですね、また遅刻だなということもあって、DSN チャンネルさんで風俗やるとも言ってるし、今日はずらそうっていうことでずらさせていただきました。ただね、同盟によってはね、今 BOG 中かなと思いますので、申し訳ないんですけど、ラジオ感覚でね、見ていただけたらなと思います。ということで、和樹さんこんばんは、長谷川さんこんばんは、ゴリさんおつじゃるさんです。島流さんこんじゃるは、ジャームシャイさんこんばんは、コメントありがとうございます。はい、ということで、今日は、えっと、兄さんこんじゃるは、コメントありがとうございます。今日はね、資源還元の話、資源還元の話って言っても、もはやね、確定実行じゃないですか、ということで、資源還元の話はそこそこに、カード構成をね、ちょっとしようかなと思って、はい、タイトルにね、特段入れてないんですけど、やっとね、カードが、なんかおまとめ合成できるみたいなね、機能があるじゃないですか。あれをね、初めてやれそうなので、これ間に合うかな。間に合わそう。ギリギリ、ギリギリ、間に合った。はい、それやってみようかなと思います。ということで、よろしくお願いします。笹田もんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい、まずはね、資源還元イベント、昨日のね、火曜日のリセット前までのスピード還元のイベント、お疲れ様でした。私ね、最終的には、あのスピード、通常スピードの共通スピードの利用は、8333M までやりましたと。で、建設が 3.5M、回復が 1.8M ということで、それぞれね、個別のスピードアップが私全然足りてないので、はい、そのぐらいに留めて、共通スピードアップの方だけね、頑張りましたと。はい、主にこの軍艦ですね。はい、軍艦ここ見るよりもこっちの方がいいか。はい。戦術研究のイベントが来てますね、ということで、はい、スピードアップ期間中にね、いつも私5000ぴったりを目指してやっていくので、今回は5003。はい、もうここからはね、使う気ないんで、はい、5003で、この、戦術の巻物をね、10%還元して終了ということで、はい、あと5回かな。この、戦術研究が来たら、軍艦のね、一通り上げたいものを全部上げ終わるかなっていう感じがしていますということで、射撃のアタックのやつはちょっとほぼ終わって、工場兵器が24、24みたいな感じ。このね、防衛でも使えるやつはまだ上げてないんですけれども、はい、次ね、騎兵上げて、歩兵上げて、で、今度防衛にも効くやつ上げてっていうのでね、やっていこうかなみたいに思ってます。ただ、次はね、多分ね、整列を上げますね。訓練上限が1%上がる。これ。はい。もう最終的には24%ぐらいまでいくんじゃないのかな。はい。これをね、上げることによって、資源還元イベントが、一段増える見込みじゃないですか。はい。兵士の訓練ね、そろそろ増やしていこうかな、みたいなのがあって、特にね、軍隊の招集の 100M 作り、あれがちょっとだるくて、T1 をいっぱい作るんですけど、めんどくさいなと。はい、少しでもね、一気に作れる量を上げて、手っ取り早く上げたいなということで、はい、整列をね、次、スピードアップの還元が来るタイミング、スピードアップが来るタイミングが、2月21日の金曜日なんですけど、このタイミング戦術研究とね、最初から被ってるんですよ。はい、もうね、研究しまくり。ということで、はい、2月ね、21に向けてね、やっていこうかなって思ってます。
はい、コメントできてませんでした。エネオルさん、この前の日曜日、東京で自分のサーバーの日本人10人中9人集まりオフ会しました。楽しかった。おー、すごい。エボニーオフ会いいですね。東京ですか？てか、サーバー、自分のサーバーに日本人の方、集まれる方10人10人、まず日本人、ちゃんとプレイしてる人が10人いるのもすごくて、そのうち9人も集まったってすごいですね。なんという結束力。楽しそう。私も前のゲームとかでオフ会結構やってて、エボニーではないんですけども、前のゲームの時はオフ会とかやったんですけど、まあ話弾みますよね。エピソードトークとかみんなそれぞれ持ってるし、今これ育ててるだの、どうのとか、エボニーってね、ブラックボックスも多いから、これってどうなってんのみたいな話盛り上がるんですよね。オフ会楽しそう。いいね。私の力です。そうです。早い。撤回が早い。いのいさん、こんばんは。ご無沙汰します。なかなかリアタイできなくてすみません。いや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 、コメントありがとうございます。お久しぶりです。いえいえ、そう、たまにね、曜日変えるのは一応ありだとは思ってるんですよ。普段ね、火曜日が無理だよって方もいらっしゃると思うので、一応ね、直前に変更するのは良くないと思うんですけれども、はい、たまにはね、変更してもいいかなとは思ってはいるので、今後もね、たまに変えたりするかもしれないな、みたいな。だいたいね、火曜日はね、出張が入るんですよね。火曜とか金曜がね、出張入るんで。で、出張入ると、帰りにラーメン食って帰るじゃないですか。遅くなるんですよ。はい。ラーメン食べなければね、早く帰れる可能性が、飲みじゃなかったらあるんですけど、はい。飲んだら確実にね、閉めてから帰ってくるからね、もうどうしようもないっすよね。まあいいや。はい。で、もう忘れないうちに、そう、振り返りはね、なんか話すこといっぱいあるんですよ。なので、先に、忘れないうちにね、カードパックを開きたいなと思います。はい。今日の無料分まだ引いてなかったので、無料分引きます。はい。11パックになるので、10パック開封しますということで、開いていこう。頼む、頼む。お、紫ある、やった。車種か。はい。まあ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 。レアリティが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20の、紫1ということで、レジェンドが来たのいいですね。レジェンド。はい。まだスーパーレアもね、エピックもね、全然引きたいので。てか、エピックね、引いたことないんですよね。これなぁ。これなぁ。集めるの難しすぎるよな。オクトパス、なんだっけ、B20 とアザゼル。B20 や B21 を倒せる方たちって、確定でスーパーレア以上が1出る、パックが出てくるので、多分コンプリートできると思うんですけど、うちのサーバーで、B20 以上を倒せるのって、このトップ同盟だけで、うちの同盟はね、さすがに倒せないんですよね。なんだっけ、クラーケンだっけ ?B20。あいつも落とすよね。そう、やっぱね、それを倒せるかどうかが重要で。とはいえね、うちの同盟もだいぶ、強いので、モンスターハントははかどるんですけれども。バイキング出そう。最近バイキングもほんと重要だよな。素材が欲しくて、素材が欲しくて。和樹さん、そういえばカード0枚でも美術館にカードのマークが出るようになった気が。あ、そうなんだ。合成すると。でもこれ多分、これは、あれですよね。将軍の伝道と同じスタイルで、一回登録されちゃえば、図鑑みたいなものだと思うので、今持ってるっていうことは重要じゃないんじゃないかな。島流さん、風景と将軍が本当に出ないですね。こいつらはね、あれなんで、レアリティが高いんでね。はい。真ん中の将軍はスーパーレアですし、
はい、このね、装備みたいな文明の秘宝はレジェンドですし、私風景は一個も持ってないですかね。あれ、持ってたっけ？いや、持ってないよな。うん、持ってないわ。日本がスーパーレアでしょ？韓国がレジェンドでしょ？アラビアもレジェンドですからね。はい。全然、そもそも8分の5だらけですね。サラダモンさん、うちの同盟はクラーケンもです。うちもそうですね。クラーケンもまだですね。どうなんだろう？前に1回だけ倒したのかな？カズキさん、言い方が悪かったかも。カードパックのことです。カードパック。あ、そうなの？なるほど。あ、でも確かに、カードマーク出てる。そういうことか。建物の上のアイコンが、私1個残ってるから出てるの当たり前か。これ消してもらおう。消してしまおう。いい子。頼む頼む。ダメそう。光ってないもんよ。光ってないもんよ。はいはい。はい。消えたけど、ちょっとリセットしてみる？はい。外に行きました。中入りました。ほんとだ。ありがとうございます、かゆきさん。知らなかった。マークつくじゃん。でもさ、これさ、もう今日無料分引いてんのに、つくんだったらもうなんかずっとついてるってこと？それもよくわかんねえな。まだ引いてないのがあるよ、みたいなやつだったら優しいけど。理想の庭みたいな感じで、もうなんかずっとこのアイコンを浮き続けるのかな。まあ、アイコンがね、出てくれた方が、押しやすい、忘れるのをちょっとだけ防止する効果があると思うので、いいと思うんですけど。へえ、ほんとだ。建物に、建物の上にアイコンもう常時出るようになったんだ。なるほどね。交換機能が追加された時からですかね。まあ、バージョン変更があった時とかに変わるだろうから、そうなんですね。へえ。カード交換ね。もうカード交換したことないからな。まあ、そもそも、カード交換できるようなやつ持ってないからな。はい。同じレアリティじゃないと交換できないってなっているので、トップ同盟にオルトもいて、オルトもそのクラーケンとかアザゼル倒しに参加してると多分めちゃくちゃはかどるんですけど、私には関係ないなというところで、さあ今日はね、カードボックスのこの合成という機能をね、やってみたいなと思っていて、はい。これね、合成という機能。同じ名称の10枚のシルバーカードを消費してカードを合成できます。90%の確率でゴールドカードに、10%の確率でダイヤモンドカードにアップグレードします。ということで、はい、これね、レアリティの他にも、カードの種類が、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドとあるみたいで、それをね、集めるためには、合成しましょうということのようですと。はい。で、これ何が変わってくるかというと、バフですね。はい、これじゃねえや。これトップコレクターのさ、バフこっちか。ここで見るんだ。これ、コレクションボーナス。はい。すべてのシルバーカードを集める。すべてのゴールドカードを集める。すべてのダイヤモンドカードを集める。ということで、はい。このね、私ゴールド以上のカード持ったことがないので、今日合成をやってみようかなと思ってます。アニーさん、8分の7が3つ。すごい。交換するべきか悩みます。なんか、埋まってからだったらいいですけどね。なんか、どうなるんだろう。その辺の仕様がわからないからな。制約とかってね、なくなったらダメになっちゃうじゃないですか。このカードってどうなんでしょうね。Thank you for your comment, リンバカッツ。こんばんは。こんばんは。初コメ、ありがとうございます。すごいな。すごいな。用意してたのかな。こんばんはって。ありがとうございます。Thank you. Thank you for your comments. さあ、ということで、早速ね、カードボックスの合成をやっていこうかなということで、これ、はい、ゴールドカードかダイヤモンドカード、まあまあ、ほぼほぼね、ゴールドカードですよと書いてありますね。ということで、合成したいカードを選択してください。で、同じカードを10枚で交換できるということなので、はい、このゾリアーの女神ね。はい。10分の16。
何合成チケットって補充って。なんかこんなのがあるんだね。同名称カードが足りない場合の合成に使用できます。はい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 。これはね、エピックとか、めちゃくちゃレアリティが高いやつって、ゴールドカードに、とかダイヤモンドカードするの難しいよね。この合成チケット使ってねっていうね、はい、課金アイテムですね。関係ないので、それでは、ゾレアの女神。これね、選択したら勝手に埋まりましたね、上。ゴールドカード、ダイヤモンドカード、どっちかになるよということで、合成していきます。GO! どっち獲得、ゴールドカード。はい、足りません。これ、ゴールドカードどんな感じで出てくるの？あ、ロシアのとこにニューってついた。あ、ゾリャーの女神。これね、クリックすると、所持数8って言って、これマークついてるんですけど、これ何かっていうと、ゴールドカードとかを持ってると、1列増えるんですね。なるほどね。シルバー、ゴールド、ダイヤモンドっていう感じでなってくんだ。あ、なるほどね。さっき交換の時になんか3つ枠あるなと思ったけど、そういうこと？ゾリアはロシア。あ、この辺だ。そういうことですね。今持ってるこのレアリティ、シルバーは6、ゴールドは1、ダイヤモンドなんて全部持ってねえぜっていう感じで、今持ってるやつが分かりやすくなってるんだ。なるほどね。おもろ。はい。これさ、通常のね、この図鑑で色ついてないのに、色ついてないから、この超結界みたいなやつ、もう見たことないから、どんな絵なんだろうってちょっと引くのを楽しみにしてたんだけれども、これカード交換開いたらわかるんだね。富士山めっちゃ綺麗じゃん。雪月、めっちゃ綺麗じゃん、滝。いいね。いいね。図鑑を埋める楽しみが奪われている。ウケる。シベリア、いい。景色カード、いいな、欲しいな。はい。それでは、合成できるやつをね、どんどんもう合成しちゃいましょう。自動的に、被ってるやつが上に来るのちょっと優しいですね。合成がしやすい感じになってますね。これ相当、レアリティとか素材とかだとね、ちょっとわかんないですけど、この所有ってやつになってると良さそうですね。すべてワールドシビライゼーション。細かいソートもできるんだ。これさ、こんな機能があるっていうことはさ、今後、あれだね、きっとそのカードの種類増えんのかね。でも文明が増えるってことね、なさそうな気がするけどな。どうなんだろうな。アステカさん、ノーマルカードを分解すると合成チケットもらえます。そうなんだ。知らなかった。ちょっとやってみよう。分解カードボックスっぽいな。取り壊しカードをリサイクルして合成チケットを獲得できます。これだな、多分。ここ開いたことなかったな。さっきのさ、合成したやつ、そりゃ。カードをリサイクル、合成チケット。カードのレアリティが高ければ高いほどリサイクル時にもらえる合成チケットの枚数が増えます。リサイクルできたらチョークしたカードのシステムは自動的にチョークカードから最もレアリティの高い順に選び出して保留します。今、1個選んだらリサイクルして獲得。選択済み1みたいになる。で、これで、なんか2つぐらい選択して取り壊しってやると、合成チケット20ってなった。合成チケット20って何？合成チケット1枚あたり10使うみたいな感じだったらさ、20である必要。書いてあったわ。同じのだったら10枚でいいけど、違うのから作った合成チケットは25枚で1枚分ですよと。なるほどね。割高です。割高な代わりに、マジでどうでもいいやつはリサイクルできるということで、はい。ちょっと、
還元率が下がるけれども、別のカードに補充ができると。だから、もう奇跡的に、同じカード引きまくって、あとダイヤモンドとかもう手に入れたやつってもういらんよねということで、これに回すっていうことができるのか。なるほどね。へえ。でも2.5枚が1枚分になるから、まああんまり序盤はね、積極的には使えないですね。本当に、たくさんカードが集まってきて、余ってきたら、この合成カードにね、取り交わして良さそうですね。へえ。セカさんありがとうございます。そう、やったことがなかったんで、ちょうどよかったわ。さあ、では、天守閣とかをやっていきましょう。ゴー。はい、ゴールド。で、次は、モンスク。ゴー、ゴー。はい、ゴールド。よいしょ。赤備えの騎兵。あれ、なんか、いい感じの色？いや、違うな。全然ゴールドっぽいわ。勝利の女神。はい。全然ダイヤモンドやっぱ10%は引けないっすね。お、ダイヤモンドやった !10% 引いた。セント・ワシリー大聖堂。見に行こう。カードボックス。はい、カードボックスのセント・ワシリー大聖堂が、なるほどね。2つ隣になってんだ。さっき気づかなかったわ。はい、ノーマルとダイヤモンドありますよと。で、まあ、開くと、1、3って出てくるのね。なるほど。いいじゃん。わーい。ダイヤモンド。やった。10%、2回引いたぜ。まあ、2回引いたけどさ、まあ、そもそもエピック引かないといけないからね。もうこの辺はもう本当に気長にやる感じですよね。はい。いつかクラーケンとかアザゼルがね、たくさん倒せる、世界になったら、揃い始めるのでしょう。そう、ツイッターとかでね、ツイッター X で揃いました報告ね、見かけるようになってきたかなと思うので、素晴らしいことです。いや、10枚しかないやつはちょっといいか。11枚以上になってからにしよう。はい、こんな感じで、今、これ、レアリティ、あ、これレアリティってやったら、このダイヤモンドが上に来るようになって、その次ゴールドで、シルバーカードという感じになってますね。そう、なんかレアリティってやっても、なんていうか、そのスーパーレアとか上来ないなと思ってたんですけど、そういうことですね。カードの種別のレアリティ、ダイヤモンド、ゴールド、シルバー、これの順がレアリティだったんだ。所有、違う、これがレアリティか？これレアリティ。素材だ、素材。これさ、翻訳ミスってんだろ、多分。素材じゃねえな。英語だと何なんだろう。まあ、いいか。なるほどね。まあ、素材、まあ、そのカード自体のクオリティの話なんでしょう。レアリティはレアリティで合ってたわ。素材ね。素材が、このカード自体の、種類ですね。ということで、ゴールドが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゴールド10枚に対して、ダイヤモンドが2ということで、結構ね、確率勝ったかなっていう感じですね。やったぜ。はい。ということで、文明カードのね、はい、ところを見てきました。これ、あれか。全部一通りやったから、ニューがつくんだ。この図鑑がね、ちょっとキラキラになるんですね。嬉しい。はい。で、二つキラキラさせたやつはどれだい？二つキラキラ、これだ。二つどころか三つキラキラさせた？これ見ると、はい、シルバーカードは8分の5、ゴールドカードは8分の3、ダイヤモンドカードが8分の1ということで、まあ、このね、バフをゲットするのは、まあかなり厳しいですけれども、まあとはいえ、毎日ね、地道にやってれば、まあ、いつかね、ゲットできるでしょうということで、はい、引き続きね、
文明カード集めていきたいと思いますということで、さっきね、アイコン消えたんですよね。もしかしたら、まあなんか、バグなのかキャッシュなのか、とりあえずね、引いてない時、まだ無料カード引いてないよっていう時にアイコンが出るようになったんだったら嬉しいなということで、しばらくこれ見てみようかなと思います。はい、今日話したかったところ、文明カードについては話ができましたということで、イベントの振り返りをね、しようかなと思いつつ、バイキングには出しつつ、はい。今日ね、王の対決の資源採集で、行軍めっちゃ資源採集に出してるんですよね。で、配信が終わるぐらいの頃に、全部ね、帰ってくるように調整して、配信が終わったらね、フン族行こうかなって思っています。はい。フン族がね、最近、パソコン版バグってんな。パソコン版バグってるって噂聞いてたけど、はい、なんかエンブレムがついてるし、第一読めない感じになってるわ。うん。はい。まあ、フン族はパソコンからやることはないから、いっか。はい。そう、フン族ね。最初のうちは楽しかったけど、途中から、もうチャレンジステージさえ選べないや。ハイエナ明らかに戦力足りてないあなたたちじゃ、ヘルとかナイトメア貢献できないでしょっていう人が、混じるせいで全然マッチングしなくてっていう、マッチング待ちの時間すごく嫌いで。そう、まあ、ね、同盟とかで一つ乗ってやればいいのかもしれないですけど、多国籍同盟なんでね、あんまり、6人きっちり揃うこともないし、はい、強い方が、揃ってるのって、日本時間の、出社時間前後、だいたい8時とか10時あたりがね、人が多いんですけれども、ラリーも多いんですけど、その時間帯にフン族なんてできなくて、そう、だからね、フン族、もう少しね、マッチングの仕組みをね、良くしてくれないと、マッチングの時間が、非常に不快で、そう、交換を出せない、ラリーも参加できないで、兵も回復させとかなきゃいけないっていうね、これをどうにかしてほしいんだよな。まあ、戦場とね、同じ仕組みになってるから、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけれども、はい。だとしたら、せめてね、戦力条件を変えてくれないと、そう、あれユーザー体験損なってるよな。ほんとね、エイボニーの中の人にはね、ちゃんと、その、テストサーバーとかじゃなくて、一般サーバーでプレイしてほしいよな。そう、フン族のマッチングシステムすごいストレスなんだよな、個人的に。あんまりエボに張り付いてない勢なので、張り付き時間が強制で増やされるの結構困るんだよな。フン族自体もね、結構長いですからね。はい、友達とかとね、一緒に時間合わせてやれるときは楽しいんですけども。Oh, thank you for your comment, Mahakari Melodies. I'm from server 1020かな。おー、最近海外の方もコメントしてくれて嬉しいな。Thank you. そう。This streaming will translate in after. So, it's automatically in automatically なんて言うんだろう字幕テロップ。そう。自動的にテロップが入るよって言おうかなと思ったけど、うまくいかないからいいや。ホワイトロトスさん、戦場からこんばんじるわ。ということで、コメントありがとうございます。そう、皆さんね、戦場ですよね。多分、アジア圏だとか日本が多い同盟の方って今ね、戦場中だと思いますのでね、ラジオ感覚で、ぜひどうぞというところで。塩流さん、戦力の加減をもっと上げてほしいですよね。いや、そうなんですよ。さあ、K40 とかでも倒せないヘルモードに 500M の戦力なんて来てもしょうがないんですよ。邪魔でしかなくて。
でもさ、報酬が欲しい、ステージを途中で終わったとしても、クリアできたらクリアボーナスがあるから、そりゃ参加したいじゃないですか。だから、参加したくなる参加者を別に咎めるつもりはなくて、私だってね、別に勝てないけど、ヘルモード一応登録はするので、そこを文句言う気はないんだけど、あの、そもそも参加できないようにしてくれっていうね、参加できるようにしたらそれはみんな参加するわと、こんな、ひどいマッチングになるわっていう話で、そう。で、なんていうか、運営がね、意図的に事故を起こす、戦争を起こす、内戦が起こってほしい、そんな機能を追加するのって全然あるとは思うんですけど、フン族って別に内戦にならないじゃないですか。他のサーバーとのあれなんで。そう、最近できたね、検索のボスモンスターが出るやつとかって、あれ戦争を引き起こしますよね。あれ、敵対同盟にバブルかけて、敵対同盟の周りになんか点々点々点って、同盟のメンバーが集まって囲っちゃえば、100メートル付近に出るボスモンスターをソロ討伐しまくれば、すんげえストレス溜まりますよ。そう、あれね、その課金同盟優遇で、まあ、すごくいい機能なんだけれども、あれ悪用するとめっちゃ戦争で使えそうなというか、すごくストレスが溜まるクソゲーに、相手にクソゲーを強いることができるすげえ機能だなって思って見てるんですよね。はい。うちもね、ある同盟が、ソロ狩りで、ソロ狩り禁止されてるんですけども、レベル3以上のボスモンスターとかソロ狩り禁止されてるんですけど、まあそれをね、まあソロ狩りして嫌がらせをするっていう、まあ行為がありますと。そう。前はね、少なくともボスを倒した時って同盟のみんなに多少なりとも報酬入ったけど、今って入んなくなったじゃないですか。もう個人にしか、一人で討伐したら一人にしか報酬入らないんで、そう。もう純然たる嫌がらせなんですよね。はい。っていうね、悪用もできうるシステムをうまくね、作り込むの、エボニーさんさすがだなって思うんですけど、フン族は違うんですよ。フン族は、ただただみんなが不快になるんでマジでね、あの、あれ一番直してほしいんだよな。それさえ直してもらえたらもう少しね、楽しくフン族やれるんですけど。はい、っていうね、たくさんコメントをしすぎましたが、はい、アニーさんわかります。コメントありがとうございます。テヤマさん、コンジャルはコメントありがとうございます。ヨシャイさん、コンジャルは、カムカムさん、コンジャルは、皆さんありがとうございます。富山さん、戦場です。相手も日本中心同盟。いや、この時間帯はそうですよね。相手も日本人とマッチしやすいですよね。ノイノイさん、昨日の粉作やったんですが、2人のプレイヤーに全部ソロでやられてしまいました。こんなこと初めてとても驚きました。あ、そうなんだ。初めてですか？ランクによりますけど、イージーとかノーマルは結構ありますよ。はい。それはね、まあ、単純に、粉族をさっさと終わらせたくて、やってるパターンと、実績狙いっていうのもあるかもなってちょっと思います。というのも、この討伐ですね。討伐に、まあ私もね、以前クリアしたんですけども、はい、その時はね、日本人の友達と集まってクリアしたんですけども、このエリートですね。難易度イージーの粉族の進行をクリアし、チーム内の貢献ランキングのトップ10に、トップ1に入賞する。ノーマル、エリート、ノーマル、ハード、それぞれエリートがあって、そう、1位になるっていうのがあるんですけど、これ1位になる一番手っ取り早い、間違えた。1位は関係ない。1位は、手っ取り早いのはそう、他を無視するんですけれども、これです。我こそアレスですね。我こそアレスが自分が、友人たちと、クリアしたやつで、個人で全てのボスを倒し、任意の難易度の風俗の進行をクリアするっていうやつ。これ個人でっていうのは何かっていうと、ラリーセッターっていうことではなくて、ただ一人で殴って倒せっていう。はい、これね、運営が、仲違いさせようとしてきてるね、やつですね。はい。もしこういう実績解除を狙ってる人だったら、
そう、一人でレードかけて、速攻で発射して、一人クリアを狙おうとするんですよ。はい。こういうの見かけます。全然、私、1シーズン1回ぐらいイージーとかで会うけどな。はい。私ね、全部で、1日2回かける4日間の8回、5000ジェム貼らなかった時には8回プレイできると思うんですけども、すべてのレベルクリアした後に、もうイージーしか行かないんですよ。早く終わるから。で、イージー行ってると、もうソロ討伐する人ばっかりだから。で、私も、いい性格してるので、8ぐらいまで黙ってるんですよ。はい。勝手にクリアしてくれんならいいや、すぐクリアできるから、さっさと終わらせようって待ってるんですけど、9ぐらいのところに、速攻で、レイドかけてかすめ取ります。はい。なんかね、チャットとかで、これをクリアしたいんですとか言ってたら、どうぞどうぞってなるんですけど、はい。勝手にね、ソロ討伐する人は、邪魔しようってなるんで、はい。油断させといたタイミング、油断させて、その後に、潰しに行きます。はい。これはね、えぐいですよね。個人で全てのボスを倒し。これ本当に、そういう、不快な人が出ないように友達6人集めて、もしくは友達数人とオルトとかで、行くのがね、これおすすめです。はい。で、これを狙ってるような人は、なんか、あの、お願いしますとかそういうコメントがなかったら私は潰しに行きます。っていうのでよくやってますかね。はい。ハローバン、Thank you for your comment. Dreamland, very good name. Your name, very good. Dreamland. 最近、キングダムハーツでネバーランドやったな。ノイノイさん、そうなんですね。いつも同盟のメンバーとやってるので全然知りませんでした。あ、同盟のメンバーとやってるんですね。同盟のメンバーとやってるんだったら、なんだろう、そんなにね、不快な思いをすることが少ないかもしれません。はい。野良で、私もう、ほぼじゃないな。99%の野良なんですけど、一人でしかやんないんで。はい。みんなとね、行軍合わせるの大変じゃないですか。私基本的に探検してるんで、探検か資源採集ひたすらしてるって、戻さなきゃいけないのがめんどくさくて、そう、戻さないんですよ。だからもう自分のタイミングでね、やると大体ノラになるんですけど、ノラやってるとめちゃくちゃ合います。はい。ね、これで、そういう民度が悪くなるんですよ。で、民度悪くなるのを狙ってるとは思うんですよ。でも、クロスサーバーで民度悪くする意味がないので、これはね、本当に、ただただ、ただ不快にする良くない仕組みだなって思います。勝木さん、そういうやつが出たら、そいつより先に倒します。そう、私も。のいのいさん、なるほど、そんな楽しかったがあったとは。はい。ただで得はさせねえぞってなります。戦争ゲームなんでね。そんなところで、なんだっけ。そう、フン族のね、話をするつもりじゃなかったんだよ。あ、クレイジー、やっべえ、義経やるの忘れた。4時間後は無理だから朝やろう。はいはい。これ9時に叩くはずだったのに忘れてた。和樹さん、そうして先に倒した後、チャットに遅いと言ってやります。なるほどね。煽るところまでセットで。私は煽るのは知らないな。ただ、チャット打つのもめんどくさいから、ただただ潰すかな。一回潰せば十分なんで。はい。黙って後ろから刺します。サラダーンさん、残像だ。遅、遅かったな。それは残像だ。はい。振り返り関連で言うとね。まあ、ニアンの話でしょ
まあ、ニアンの話でしょうということで、私ね、ニアンの宝箱実は開けてないです、一個も。これニアンの宝箱さ、変だよね。春節リワードさ、4、5上にあって、1、2、3下にあるんですよね。1、2、3。はい、ということで、ニアン1、922体。ニアン2、488体。ニアン3、494体。ニアン4、278体。ニアン5、314体。ニアン6、290体。実際にはダブルドロップが含まれているので、まあ、およそ、まあ、3分の2ぐらいかな。なので、まあ、まあ、200、200ちょいずつぐらいとか、はい、この辺は300ずつぐらいだとか、ニアン1が一番倒してますね。はい、600ぐらいかな。はい、倒しましたということで、お疲れ様でした。皆さんね、いかがだったでしょうか。ニアン祭り。この期間はね、大変でしたね。まず、スタミナが大変だった。これさ、ニアン1もさ、スタミナ30取られたじゃないですか。私もう途中からね、雪村とナサニエルの、スタミナ減少コンビ。はい。スタミナがね、一番下がる組み合わせにして、ひたすらね、勝っていました。はい。で、そのスタミナをセーブしたにもかかわらずですよ。この100スタミナ、確かね、1700ぐらいあった気がするんだよな。こう忘れちゃったんですけど、とりあえずね、1500以上あった。はい。減りましたね。減りました、減りました。減りました、減りました。めちゃくちゃ減りましたということで。はい。まあ、オートラリーをやっていないね、ジャル氏にしては、まあまあ頑張ったんじゃないかなと。まあ本当はね、1000とか行くぐらいね、借りたかったんですけど、無理でしたね。結構夜更かしとかもしたんですけれども、はい、まあ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 、これが限界だったかなというところで、これをね、開封していこうかなと思っています。田中さん、コンジャルは同盟の寄付のボタン長押しで素早くできるようになってますね。前からできましたっけ？あ、できますよ。ですね、あ、これ、どっちですかね？これ、同盟研究もやってなかった。こっちできないんですよ、長押し。こっちの長押しは、去年からできたはず。いつだっけな？これできるようになったのは、私がゲーム始めた時はできなかったんですけれども、多分ね、K45 の時とかにはすでにできてたと思うんですけど、今言ってくださったので、これですよね。ここをね、連打してるとね、ビン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 ってなるやつね。はい。これはね、多分1年以上前から実はありました。で、こっちやってほしいんですけど、こっち行かないでしょ。そう、こっち行かないんですよ。これがね、前からのやつですね。正確には、前はね、同盟研究と同盟スキルのうち、同盟スキルの方の仕様だったんですよ、同盟研究が。はい。この、1個のとこにここにね、何時間、4時間みたいな感じでね、出てくるやつ。この仕組みだったのが、ある時、この寄付できる回数13分のなんちゃらっていう風に、仕様が変わったタイミングがあって、そのタイミングから連打を長押しで、あの、済むようになりました。はい。ここのね、仕様が変わった時。なので、私の記憶が確かだったら、2023年の冬だった気がします。12月ぐらいだったような気がします。はい。1年目、1年経った後の冬あたり、だいたい7周年イベント間際だったんじゃないかな。そのぐらいの時にね、なんかできるようになったような覚えがあります。で、なんかしないけど、同盟スキルはね、残念ながら、変えてなくて、こういうのね、怠慢だなって思いますよね、ということで。はい。これね、これもね、ユーザーの事故狙ってる気がするんだよな。これこそ R4 とかって連打してると、やりたくないタイミングでスキルを使っちゃうじゃないですか。で、クリックしてるとスキル使えちゃうんですよ。私、前 R4 だった時に、間違って連打しててスキル使っちゃったことがあって、はい。これ長押しにしないのは、そう、スキル誤爆をさせたい運営のわざと、ミスりやすい仕組みにしてんじゃないかなって勝手に思ってます。
失礼しました。昨日気づいて感動しました。いや、おめでとうございます。いや、これね、気づかないですよね。なかなかその機会がないと気づかないし、私もね、別に配信で取り上げないので、はい、昔取り上げたことをなんか取り上げないので、やっぱこういうのをね、定期的にね、言ってもらえると、きっと田中さんのように、ご存知なかった方、これで救われると思うので、ありがとうございます、コメント。はい。全然、失礼したとかないので、ありがとうございます。サータモンさん、最終日は兵力なくて年中参加できなかったです。兵力なくて、スタミナなくてじゃなくて、兵力なくてなのかな？ SVS で大変だったってことかな？大丈夫かな？大丈夫かな？お肉がなかったならいいんですけど、戦力なくては、SVS でボコられましたと同義なのかもしれないと思っちゃうけど大丈夫かな？ SVS で全滅したんです。やっぱりそういうことお疲れ様でした。まあ、それはね、致し方ないですよね。で、王の対決の、戦力の時に回復させたくなるから、それは仕方ないですね。SVS で全滅か。それはきつい。お疲れ様でした。ココさん、コンジャルは同盟スキル間違って使っちゃう件、他同盟の友達とも話してました。エボニーの悪意感じますね。ね、そうでしょ？そうですよね。これわざとですからね、絶対。技術的にこっちのタブできてこっちのタブができないってことはないはずなんですよ。はい。これだって、あのースキルを、その、寄付するボタンとスキル使うボタン分けりゃいいだけなんで、そう。これね、自己狙いですから、確実に。はい。設計上の悪意ある設計だと思います。うわ、なんか、すげえバグってる。これさ、PC 版ってちょっと前からめっちゃバグってて、人もね、出ないんですよ。これ。これね、スピードアップの還元始まったタイミング。だから先々週の金曜日あたりからずっとバグってるんですよね。はい、ひどいですよね。で、あちこちバグってたんですけど、どんどんバグが増えてんなっていう感じが。前はショップ使えた気がしたんだけど、またショップダメになってんじゃん。はいはい。PC 版を流行らせたいなら、なんかデグレを起こすのはやめてもらってはい。PC 版でプレイしましょうとかよく出てくる気がするんだけどな。まあいいや。でも最近出ないな、あのイベント。ののさん、こんにちは。コメントありがとうございます。サータモンさん、おかげで82億の4位でアレス獲得できたからよかったんですが、よかった。アレスが取れたの良かったですけど、サーバー内大丈夫ですかね？多分、全滅っていうことは多分ネガティブだと思って、うちのね、例えばうちのサーバーだとネガティブ結構きつく当たられるので、無事乗り切ってくださいというか、優しいサーバーならいいんですけど、うちのサーバーだったら KOS になりかねない感じなので、サーバーによって雰囲気も違いますから、あれですが。はい。そうそう。で、ニアンの話でね、ニアンのおかげで、めちゃくちゃ君主エキスポ増えて、はい、今95.53% になったので、だいたいね、1週間で5%ずつぐらい進むんですよ。ということで、おそらくね、来週にはレベル42、君主レベル42になるかなと思います。はい。このね、君主レベル大事なので、そう、早くね、上げたいんですけれども、なかなかね、採取するお金もないので、ジェムも足らないのでね、やれてないんですけれども、42になって何がいいって言ったらね、やっぱ将軍のね、レベルが上がる。将軍のレベルの上限が上がるということは、パラメーターが上がるので、制約が達成しやすくなるんですよね。はい。例えば、ホーコンさん。ホーコンさんは貯めてないか。こいつか。張飛もまだ貯めてないか。もうクリアしちゃったんだよな。ベイオウルフとか。はい。そう、イシュトバーンとかね、頑張ってその制約つけたんですけれども、どうやって頑張ったかって、このラウドンとかもね、頑張ってレベルも上げて、強化もしてっていう、強化ももうフルフルですよ。ジェム使わないフルフルで、ゴールドってね、もうひたすら、頑張ったんですけれども、
これがね、レベルが42とかだったら、パラメーターがもっと伸びてるので、もうちょっと強化のボタンを押さなくて済んだ、みたいなね。まあ、どっちが楽かですよね。これについては、属州都市をぶん殴りまくるのか。っていうのはあるんですけども、やっぱ制約のね、達成がステータスに、依存しているので、なるべくね、将軍レベル上げられた方がね、いいので、そう、君主レベルのね、重要度上がってると思うんですよね、ということで、ずっとね、君主レベル上げたかったんですけど、時間かかっていたレベル40にやっといけそうだね、ということで、まあ来週には上がるでしょう。はい。来週上がったらね、はい。通常使っているエレクトラだとか、グンサーだとか、サクサクっとレベル42にしていこうかなと思ってます。サータモンさん、WC は見てません。まあ、それがいいかも、いいのか悪いのかわからないですけど、欠席裁判みたいにならないように気をつけていただいて。はい。そう、WC でね、騒ぐやつがいるんですよ。もう、なんか、悪意あって、わざとマイナスになってる人、なりに行ってる人とかは話が別ですけれども、なんかゲームなんで勝つこともあれば負けることもあるんだろうっていうのはね、あるので、はい、難しいところですよね。はい。システム上全勝は無理なんでね。さて、まあ、ニアンで、君主エキスポめっちゃ増えましたっていう話と、あとはね、名声ですね。名声もだいぶ増えましたということで、1M ぐらい増えたかな。まあ、ただね、結局、この期間って、まあ、みんながね、ニアンを狩るんですよ。はい。なので、順位はね、変動ありませんでしたね。感覚もほぼ同じです。というよりも、私より上にいる人、全員ですね、オートラリー参加者なんですよね。むしろ、下の人もオートラリーの人が多いので、私ね、名声どん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 ね、追いつかれて抜かれてってなってるんですよね。そう、オートラリーの弊害めっちゃ食らってんだよな、私。そう、だからね、もう名声ランキングね、10位に入るのはもう、さすがに諦めたんですけれども。はい。まあ、とはいえ、いくらなんでも、それなりのプレイをしているので、40位はね、キープできるかなと思ってはいますと。まあ、そもそもね、8M も今差があるので大丈夫だと思うので、まあ、緩やかにね、落ちていくかなとは思っているものの、こういうね、ニアンとかのタイミングで頑張るので、なんとかね、なんだろう、キープをすることができたかなという感じですということで、はい、まあ、今年のね、ニアンも、かなり借り尽くすことができました。ちなみに実績ですね、討伐のところにね、ニアンの実績あったと思いますが、今回の、やつで、え残り1つになりましたかね。年14キラー、年中の6キラーみたいなね。はい、年中6集結者か。はクリアしたんですけれども、年中のね、5がね、はい、500分の436ということで、これはもともとね、もうニアンが始まった時点で5がね、一番低かったんですけども、やっぱりちょっとね、これ間に合いませんでしたね。はい、まあそれもね、そのはずで、召喚で出すやつ大体みんな6出すんで、6はね、先に枯れるんですけど、5がね、なかなか、見つけないと召喚してくれてないので、5はね、あんまり狩ることができず、まあ、あんまり狩ることができずと言いつつ、まあ、200体ぐらいは狩ってるんですけれども、はい、年中5は、来年に持ち越しということになりました。はい、まあ、次はね、はい、2月の年中が終わったので、次は、パンプキンですね。あれ、いつだっけ？ 10 月末かな？ 9 月末かな？どっちだっけ？忘れちゃった。はい、次はね、ハロウィンの時に、また1年に1回しか出てこないパンプキンっていうのが出てくるので、パンプキンの実績解除、このタイミングでは頑張っていかなきゃなって思ってます。さあ、タモンさん、今度のオートで文化遺産解放者が私だけなので、トップ同盟の子飼いか解放者の私かで同盟のアルゴやアルヨンが現在奮闘中のようです。ああ、ぜひ頑張っていただきたいですね。優しい。いや、
あのーアクティブの人が取るのがね、一番ですよ。本当に。はい。なんか、うちのサーバーは、いわゆるその、子飼いみたいなところに配り始めてるような気がしなくもないですけれども。そう。やっぱね、ちゃんとプレイしてる人に配った方が、ね、強くなるんで、ドラゴン増えた方がね、やれることがまた幅が広がるんでね、そういうサーバーが増えるといいのですが。のんのさん、前にあったイベントの時間限定募集、ずっと貯めてたのをまとめて使用したら580回で30かけら集めました。時間限定募集。あ、あれって貯めれるの？あれ貯めれるんだ。あれですよね。1万で買うやつですよね。あれ、いつも使ってた。知らなかった。私も貯めよう。ののさんが言ってるのって、金、土、日の3日間だけ開催する1日1万ジェムかけて、10個募集集めて、最近ね、なんか初心者募集みたいな名前が変わりましたけど、あれ私毎日、1万ジェム払って10回引いて、かけら出なかったなーってやってたんですけど、貯めれますよ。ずっと貯めてました。そうなんだ。貯めよう。貯めよう。ありがとうございます。そもそもね、あれも関係ないイベントだと思って、多分ね、最初の2年ぐらいスルーしてて、やり始めたのも、それこそ半年前ぐらいからなんですけど、いや、貯めれるんだ、貯めよう。今度から貯めます。ありがとうございます。ね、今はね、コイン、その、セカンドチャンスでコインでまたさらにね、交換できるみたいなのもできたんで、良いシステムになりましたよね。はい、イベントね、エボニー配信っていつも火曜日にやってて、まあ、大型のなんか更新が入った時には金曜日とか土曜日にやることあるんですけど、あのイベントのタイミングって、大体長期イベントの2週目の金曜日からなんですよね。だからね、なかなかやるタイミングなくて、そう、なんか、まあ、頑張ってショート作るかとか思ってたんですけど、貯められるという素敵な情報をいただいたので、貯めよう。貯めた状態でショートでも撮ろう。いやー、知らなかった。いや、おめでとうございます。30かけら集まるのいいですね。いや、そうなんですよ。昔の将軍のかけら1個とか手に入ってもしょうがないじゃないですか。だから、このイベントって何の意味があるんだろうなって思ってたんですけど、ね、下の方に行くと、そのかけらがあるんですけど、これ、マルコ・ポーロとかね、マルクス・アントニウス、フィリップ2世、アレクサンドラ、これ1、ジェシカもね、1。これ1って全部その期間限定募集のやつなんですよ。ハーラル3世とかもね、これ欲しいんですよ、制約的に。はい。この1になってんの全部、あれなんで、期間限定募集で、あの、これ、絶対集まんないけどなーみたいな。やったんですけど、消えない、貯めれるやつだったら今度から貯めて、狙いのやつが来た時にバッてやろうと思います。知らんかったわ。あとこれエルシットとかさ、前かけらなんか対戦するみたいな、謎のカードゲームみたいな対戦するイベントみたいなやつでさ、運が良かったら、そのかけらがね、5個だとか、もらえるみたいななんか謎のイベントが前あったんですけど、あれ来なくなりましたね。はい。エルシットね、これもね、10だけあるんですけど、はい。多分2回ぐらいしか来てない。あと、砂漠のアーティファクトみたいなね、イベントも来なくなりましたね。はい。いろんなイベント、急に来なくなる可能性があって、怖いですよね。あのその中途半端なアイテム持ってるの、損じゃないですか。使えないんで。今一番ね、損してるのは、これ。あれここじゃなかったっけ？もうちょっと上か。あった。
対象コイン。これね。対象コイン見事に来なくなりましたね。メールボムで貯めていた2550がね、自動的に勝手にオープンされたわけですけれども、もうあれ以来スロットイベントが来なくて、対象宝箱への転換さえ起こってないっていうね。これきっとイベントが来る直前には一応変わるかなと思っていて、またいくらなんでもあと1回ぐらいは来るだろうなと思ってるんですけど、この対象コインとかのやつもね、えぐいですよね。はい。イベント来る来ないが運営依存、かつ別にクリアにされてないので、来ると信じて買うしかないっていうね、結構ね、えぐい商売してますよね。島永さん、そこでトロンプさんとかのレアな将軍が出た時に集められるかもしれませんね。そうですね。そうそうそう。マーテン・トルンプとかね、今となっては、エピック歴史の名称とかからね、出てこない、こういうやつら、マルテントロンプか。はい。こういうのがラインナップ入った時に、ぶっ破するっていうのが正しい使い道っぽいですね。のんのさん、エレクトラのために貯めてたら先に遺跡で集まりました。先に遺跡で集まりました。はい。遺跡が確実ですからね。イベント来るの待たなくていいんで。かずきさん、あのイベントでテオドラ手に入れた記憶。あ、そうなんだ。テオドラおめでとうございます。そうなんだ。私はもうテオドラなんかで手に入れたんだよな。かずきさん、カードトレード的なやつ。カードトレード、なんかね、神経衰弱みたいな10個のカードがあって、より多くベットした方が先に選べて、多く選べて、6個対4個みたいな感じで、で、それを表にしていった時に、かけらがどれほどゲットできるかみたいな、なんかね、そんな謎のね、イベントがあったんですよね。あのーカードめくりみたいなイベントだったような気がします。はい。今ちょうど、いい流れだったので、運営のさじ加減だからなーっていうやつ、はい。X でね、投稿したんですけども、皆さん、カーニバルイベント、何を交換しましたかね？レアアイテムで交換できるやつ。今回ね、珍しいやつがあって、これ。奇妙な旅の縁起物のかけら。100枚のかけらを使用して、一つの奇妙な旅の縁起物を合成できます。奇妙な旅の縁起物を使用すると、伴侶スキンを入手できます。あまりのかけらを使用して、他のレアアイテムを入手できますということで、今回の、カーニバルイベントのレアな交換アイテムのラインナップに、この奇妙な旅の縁起物のかけらがね、含まれてました。はい。で、これ何かっていうと、はい。ヘレンの伴侶スキン。春と花の女神。これの条件がこの奇妙な旅の縁起物なんですね。はい。私ね、当然持ってないんですけれども、はい。ついに、ゲットできる可能性がね、無課金でもゲットできる可能性が出てきましたということで、カーニバルの公開ラインナップにありました。ただね、1回のイベントで16しか交換できないのに、これ、いつものさ、かけら合成ってエボニースタンダードは30じゃないですか。100必要なんですよ。でも、1イベントで16しか交換できないんですよ。ってなると、ってなると、何回だ？ 6 回来ても、6696しか集まらないんで、イベント7回来なきゃいけないんですよ。7回イベント来なきゃいけないですけど、あのカーニバルって1ヶ月に1回来るか来ないかみたいな、そういうレベルなんで、これもう1年とかの長期戦、しかもラインナップから急に消された瞬間に、集めたものが全てゴミになって他のアイテムに交換すればよかったってね、なる、すげええぐい悩みました。これ分解って何なんだろう？何になるかも教えてくれないよ。ということで、これね、すっごい悩んだんだけれども、まあ、どっちみち、ね、おまけなアイテムだろうということで、もうワンチャンにかけてね、奇妙な旅の縁起物のかけらを私は交換しました。はい、これがゴミとなって消えるかもしれません。どうなるであろうか。
島永さん、次回からデバフ将軍スキルの剣のようになくなる気がしたのでやめときました。そう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 。よく覚えてますね。そうなんですよ。対象コインのね、スロットのやつ。このスロットの交換のラインナップに、デバフスキル、市長につけられるデバフスキルがラインナップに入ってることがあったんですけど、あれなくなったんですよね、急にね。ていうか正確には最初の1回か2回ぐらいしかなくて、はい、それ以降ね、ずっとなくなるっていうね。なんかそういう、えぐいことをし始めるんですよ、運営。はい。で、私もその経験、苦い経験がね、あったので、すんごい悩んだんですけど、そう、ね、レアでアイテムで交換できるやつ、いいやつばっかなんで、交換したやつはたくさんあった。あったけども、ほんとね、やり方がじゃないけれども、まあ、正直な話、多分交換厳しいかなとは思っています。また同じイベントをするわけにもいかないから、課金してる人が、取りやすいようにっていうので復活させた、なんか、失われしなんちゃらみたいなね、イベントと同じような感じで、過去の期間限定アイテムを交換できるよっていう。まあ、交換したかったら課金してねと。このパッケージを買えば、何個か買えば交換できるよみたいなね。多分そのシリーズで別に無課金への優しさで配るとかいうわけではなくて、むしろ無課金に配ることにならないように、ちょっと厳しめな設定をして、はい、そもそも交換させないぞっていう、ね、パターンもあるかなっていう。はい。いやー、これな。これ、まあすげえ悩みましたけれども、まあ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 、今後、もしカーニバルイベントでこれが含まれる、もしくはカーニバルイベントじゃない何かのイベントでもこういうのがね、入ってくるようであれば、まあ選んでいこうかなと思います。正直、100集まらないんじゃないかなって残念ながら思ってます。はい。そんなところでした。そう、ちょうどよかったんでね。はい。運営のさじ加減で変わるのでね、こういうの難しいですよね。何を取捨選択するかっていうのはね、サーバーによってね、イベントも違いますしね。あ、そうだ。開封の儀やろうと思ったんだ。はい。ニアンで集めたアイテム開封していきます。いやー、嬉しい。はい。184M。で、建設と回復のスピードアップがね、ほんと足りてないんで、これがね、入ってんのがいいですよね。もうパーンとほぼ同等。はい。素材も嬉しい。素材も嬉しい。はい。春節3。素材箱ラジめっちゃ手に入ってんの、やばいな。わーい。わーい。わーい。素材箱1万超えるな。はい。これでかなりね、資源が溜まったかなと思いますっていうのと、素材箱いくつになったよ。19,067。ああ、これは99,000まで溜まるやつなんですね。素材がね、足りてないんで、嬉しい。すごく嬉しい。もうドラゴンが大食いで大食いで困っちゃうんだから。わーい。なつきさんこんばんは。コメントありがとうございます。いやー、私ね、昨日か一昨日に計算した時点で、すでに資源のストックが 17B やったんですよ。ニアンを開ける前のタイミングで。で、今回ニアンのやつを開けたことで、まあ 20B はね、達成しそうですね。はい。先月も 20B 達成したんですけど、2ヶ月連続 20B 達成がいけそうですということで、はい。やっぱね、リワードがね、ちょっと良くなったっていう影響ありますね。まあ、スピードアップの還元正直割高だったなっていう気がしなくもないですけれども、はい。まあ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 、資源に変換できるのは嬉しいなということ。あとね、ニアンのやつね、皆さん、毎日35個ゲットしましたかね、このお祝いのサプライズギフト。私は毎日しっかり35集めました。
ナツキングさん、BOG 勝ち確したので遊びに来ました。おめでとうございます。素晴らしい。勝ち確したら、ね、相手も意気消沈してて動かなくなるからね、暇になりますからね。ぜひぜひ。はい。ご覧いただけたらと思います。ということで、はい、このニアンのね、アイテム、毎日ね、35集めることができましたということで、これ本当に美味しかったですね。はい、平子。はい。これのおかげで、戦術の巻物がね、かなり、プラン的に厳しそうだなっていう感じだったんですけれども、結構ね、増えてくれて、もし K39、MA4 になった後もしばらく合成し、研究をしていけそうだなっていう風になりましたと。エンブレム、これがね、エンブレムが特に嬉しかったですね。エンブレムこんなに配るの本当に珍しいんで。はい、エンブレムがね、今185ここ溜まってます。前回400開けてるので、今901ですということで、1000超えましたね、ストックが。1500に近づいたら、エンブレムのね、また合成配信やろうかなと思ってます。ナツキングさん、オルト持ちはユミルよりニアンがお得でした。いや、そう、ニアン絶対お得でしたよね。はい、なんかサーバーによってはね、なんかユミルの方がみたいなのもあるみたいでしたけど、絶対ニアン良かったと思う。はい、もう特にオルト複数でニアン、やりまくりが最高稼げたと思うんですよね。はい、ちなみにね、うちの同盟は、このハンターラッキーギフトがね、そこそこ取れるようになっている同盟なので、今75個まで来ましたということで、なんとかね、来週100いってると思うので、来週ね、100個明けをやろうかなと思ってます。はい、あとうちの同盟はね、課金されてる方が多いので、荒くねをね、狩る機会があって、この雲の宝箱ということのもゲットしたし、なんかね、これ。まるでユミルの袋みたいなんですけど、荒くねの折り袋というところで、こちらもね、ランダムに1個なんですけれども、これ重血の結晶っていうね、めちゃくちゃレアアイテムが手に入ってる可能性があるというね、素敵な袋、もうゲットできましたので、これもね、1日10回まで入手可能ってこれ、ケーキ5から出るモンスターだからな。そんなには、狩る機会ないんだけれども、これもね、どっかのタイミングで引こうかなと思ってます。片様さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、ということで、結構ね、リワードが充実してきたので、K38 でまだね、育成できてないものいっぱいありますが、しっかりね、20B の消費を連続して達成することで、育成をね、進めていきたいなと。ちなみに、金曜日からの建設では、凱旋門、あとは、この馬小屋、この辺をね、上げたいなと。で、あとはもちろんこの生産施設。で、城壁。はい、これを39にしておいて、城をね、39?38 にしておいて、城を39にできる準備をしていこうかなと思います。はい、王城39にするための条件が、凱旋門レベル1、城壁レベル38となっているので、2月のね、資源の消費還元イベントでこれが達成できるように建設をね、していこうかなっていうふうに思っています。ちなみに戦勝記念塔はね、無理でしたね。はい、スピードアップの期間中に建設完了したいなと思っていたんですけれども、そもそも建設スピードアップがね、私あんまり足らないので無理しなかったことと、軍艦のね、研究でスピードアップめちゃんこ使ったんで、はい、もう達成しちゃったんですよね。8.3333M もう達成したらそれ以上使いたくなくて、はい、温存しましたということで、戦勝記念タも本当は上げたかった。これも上げたかったんですけど、次回のスピードアップ還元、2週間後にお預けになってます。カムカムさん、2年目になりますが、プランタジネットの意味が一番欲しいです。いや、私、もう3年目ですけども、プランタジネットの
の弓欲しいです。プランタージネット。いやー、どうだろうな。弓はね、一応それなりに強いので、はい。まあ、無課金にしてはまあまあかなってなっているから、今、取んなきゃいけないの、竜陸のメイスなんじゃないかがね。でも、違うな、これ、アーバスじゃん、こいつ。竜陸どれ竜陸こいつ。竜陸の斧。はい。これがね、今ちょっと欲しいんすよね。はい。っていうのも、ヘカテとか、あとは、盗賊みたいな、個人プレイでどうにかしなきゃいけないやつで、ラムネ消費したくなくて、とか、あと、今の同盟が結構強いモンスターを戦うことになるので、そう、そこで、その、なんだろう、自分は倒せないけど課金してるからってモンスターを出してくれた人、そのモンスターを出してくれた人のモンスターを倒さないで他の同盟にかすめ取られるのもったいないので、私も怪我なく倒せるようにならないと効率悪いなってなって、そう、アタッカーとしてね、うわ、これなーって。でも、王権シリーズ揃って、モンハン用のを買うか、っていうね、今もうすごく悩んでるけど、まあまだ、王権シリーズはね、あと10枚もかけら集めなきゃいけないんで、まだまだ先のことなんですけども、最近はね、ちょっと、モンハンをどうにかしないと、ね、複数人集めればクラーケン倒せるよっていう状況になってた方がいいじゃないですか、同盟的に。ね、文明カードのスーパーレア欲しいし、そう、どうしよっかなって今なってます。片様さん、私も2案35個前にしちゃいました。弓で70個と被った時はしんどかったです。わかる。わかる。木金マジ大変だった。もう本当に世界の端行ってモンスター狩りまくりましたね。はい、しかもね、モンスター討伐のタイミングじゃなかったんだよな。あれもほんとひどかったな。すごい大変でしたよね。あ、バイキング、ヘイル出しとこう。私、召喚してなかったわ。36倒せない。そう、バイキングもね、私、事故るっていうかね、倒せないんですよね。もう33ぐらいから。まあ、負傷しちゃうんで。正確には36とかも倒せるんですけど、怪我が多くて、怪我せずにね、倒したいんですよね。そう。ってなってくと、竜陸さすがにそろそろ集めたいな、みたいな。制服装備で竜陸交換するかをね、結構ね、最近真面目に悩んでます。勝吉さん、プランタージネットの弓は上がり幅が微妙に感じる。結局、文明装備は単体だけじゃなくて、あれがな、上級強化。上級強化と組み合わせるとぶち上がるので、例えば私のフリーダムスターとかもね29.5% 上がるので、まあ、総合すると最終的にはやっぱ文明装備強いかなと思うものの、最初はね、そんなに言うてそこまでっていうところある気はしなくもないですね。プランタジネットな欲しい。悩ましい。私の今の課題はどちらかというと工場兵器かなっていうのもあるんだよな。結局、工場兵器さえ仕留められれば、弓強い人他にもいるから。でもシージ上げてる人ってそんなにいないので、シージを強くした方が、同盟とかチームに貢献できる。一番貢献できるのはその捨て駒のシージで凸ができる方が強いんじゃないかっていうのをね、ちょっと悩んでたりしますかね。島流さん、竜陸のコテが優秀だと思います。竜陸のコテはモンスターデバフがついてるからいいですよね。確かね。モンスターの防御デバフか。舞台転移も上がるし、モンスター攻撃力も上がるし。これね、そう、竜陸のコテは結構、序盤の交換対象のラインナップに、私的には入ってたんですけど、
同盟ボスの報酬からフリーダムスターが出てきまして。これ、騎兵にしたんですよね。いや、まあ、一応ね、これって、一応、モンスターの時は竜陸使って、PVP の時はフリーダムスターに切り替えるってことがね、できるっちゃできるので、まあ一応交換してもいいかなとは思うものの、そう、フリーダムスターこれ使ってるからながね、すごく、悩ましいポイントなんですよね。私の場合はです。はい、通常は竜陸の固定、モンハンにおいてめちゃくちゃいいと思います。吉谷さん、竜陸はとりあえず全部揃いました。制服3つは青星5にしました。すげえ。すげえ。スターメテオライトも揃ってる。いや、そう、やっぱね、モンハンがそれなりにできると、ワールドボス、同盟ボス、週間イベントと通常の日々の、ボスモンスターが、なんていうか、滞りなくやれるじゃないですか。はい。私、ね、やっぱ強ボスは、他の人依存になってしまうので、ね、でも、自立したいんで、竜陸欲しくなるんですよね。そう、PVP とかって、2週間に1回のサーバー戦争もしくは戦場でも戦場はね、私6時起ききついから参加しないこともあるんですよ。ちなみに、この同盟、朝の6時が PV、戦場なんですけども、木曜日の朝6時起きるの無理だなと思ってエントリーしてません。日曜日はもう頑張って起きようってなりましたけど。ってなると、で、サーバー戦争ね、今回勝ったには勝ったんですけど、K44 とかいたので、K44 がいる中で私ね、やる気がないんでPVP もね、やらないんですよ、実は、そんなに。ってなると、あれおかしいな。QOL、クオリティオブライフ上がるのは竜陸じゃないかっていうのがね、今、思い直している。非常に悩ましいやつです。健康的です。健康的ですよね。朝の6時ですよ。私ね、会社徒歩通勤だから遅いんですよね。出社だから、在宅勤務じゃなくて出社なので、その直前まで寝てるとかではないんですけれども、でも比較的遅いんですよ。だからね、6時には起きる必要なくて、むしろ夜更かしなんでね。はい。朝6時。もう日曜日朝6時起きるのね、ほんと、辛い。辛いけど、シャロンの予選の BOC はさすがに参加する。サラタモンさん、リュウリクとブルボンってリュウリクの方が良いですか？あ、これはリュウリク一択かなと思ってます。ブルボンってどれだっけ？これか。ブルボン、騎兵攻撃、敵の射撃兵。はい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 。あ、こっちでずらしちゃいいや。はい、ですね。絶対に竜陸ですね。パッと見た感じ。攻撃力が上がるとかよりもですね、竜陸で最も重要なのは、モンスターの防御力マイナス15%。これですね。あと、モンスター討伐の攻撃力とかもあるんですけど、モンスターに対するデバフって、これ皆さんパーセントバフって、T1 とかには効かないけど、T14、T13 にはめちゃくちゃ効くじゃないですか、パーセントバフ。そう、それって、元々の能力値が高ければ高いほど、パーセントの影響大きくなるんですよ。で、モンスターのデバフも同じ感じで、このモンスターの防御力のマイナス15%って、敵が強ければ強いほどめちゃくちゃ意味がある。むしろこれがないとめちゃくちゃ辛いっていう、すごく影響のある、デバフになっていますと。で、ブルボンシリーズさっき見ましたけど、モンスターに対するデバフが一切なかったですが、竜陸は、ここにね、
コテにモンスターの防御力に対するデバフ。負傷せずに殺すときに一番重要なのはモンスターの防御デバフなんで。はい。効率がね、ついてるのがめちゃくちゃ重要ですと。で、リュウリクの斧にね、モンスターの攻撃のデバフがついてるので、負傷する場合においても、負傷の割合を減らしてくれる。で、モンスターとの対戦って、こっちの兵の損失が 10% 到達するまでは殴り続けることができるので、相手の攻撃力を下がるっていうことは、それだけね、継戦能力が上がる、倒せる範囲が増えるということになるので、モンスターの攻撃と防御がついているリュウリクは、もう、むしろマストかなっていう感じがしますね。はい。モンスターの攻撃と防御、1個ずつパラメーターがついてますね。はい。強いモンスターと戦うときに重要なのは、バフよりも相手に対するデバフが、影響度がね、高いので、そっちにこだわるのがいいのかなと。で、私、それが理由でカエサル育ててるんですよね。カエサルってこいつ珍しくて、特性ガリア戦争。こいつのね、特性って、モンスターの攻撃と防御デバフつくんですよ。そう、だから私実は今次育てようと思ってるのがカエサルで、カエサルの特性をマックスにしようかなと思っています。はい。対モンスターの攻撃バフ。こっちはね、そんなに影響度ないんですけど、このモンスターの攻撃と防御に対するデバフ、めちゃくちゃ意味があるので。はい。で、これがどれぐらい効果があるかっていうのは、エボニーミキさんのページで、負傷なしでモンスター討伐できるシミュレーションツールみたいなのがあるんですけど、あそこでね、部隊定員とかパーセントをいじる、バフのパーセントいじるよりもデバフやった方がその必要な兵数が下がるっていうのを見れると思うので、ぜひね、見ていただくことをお勧めします。はい。島流さん、私は明日の8時スタート。8時スタートも仕事中だから無理だな。夏キングさん、リュウリクのコテがモンハン最高のデバフです。そうですよね。モンハン最高ですよね。島流さん、ブルボンは PVP で、リュウリクはモンハンヨザム。そう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 。はい。騎兵に対する装備がどれがいいですかっていう質問だとした時の、モンスターを対戦するなら、リュウリクだし、モンスターじゃなくて PVP で使えようってなったらブルボン。っていう、そんな感じですよね。ナスキングさん、防御デバフがマックス35%ですね。そうそうそう。カエサル使った時にマックスのデバフに、モンスター防御デバフがマックスになる条件がカエサルですよね。確かね。はい。そこも考慮して私、カエサルを選んだので。さあ、タモさん、なるほど、ありがとうございます。はい。触ったようならよかったです。はい。PVP だったらね、ブルボンでいいのかなと思います。アーメロコクさん、お通じある様です。コメントありがとうございます。あ、もうなんだかんだで11時半になっちゃった。そうだ、ちょうどいいタイミングなんで、皆さんチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。途中でもね、言っとかないとと思って。装備変えるのめんどくさくて、リュウリック一択ですな。それはある。私も、しばらくはですね、フリーダムスターってダブルドロップついてないじゃないですか。だから、ダブルドロップにして、ワールドボスの時にはフリーダムスターに変えて、みたいな、こまめに変えてたんですけど、もう途中からめんどくさくなってもうドラゴン指輪は他のやつに全部明け渡して、もうずっとフリーダムでいいやってね、なりましたね。はい。この付け替えは面倒なんだよな。かといってね、なんていうか装備セットみたいなのを切り替えボタンとかができても、それはそれでだるいので、別にこのままでいいかなと思うんですけども。はい。でも、リュウリク来たらフリーダムスター使わなくなりそうだな。さすがにね、PVP の直前にはちゃんと変える。それぐらいは習慣化しようかなと思うけれども。はい。もう普段ずっとリュウリク使うだろうな。ナツキングさん、私はリュウリクとアンドレ・マッセナで43%。アンドレ・マッセナって、眠そうな目したやつですよね。
あいつ強いんだっけ？ 43 まで行くんだ。アンドレ・マッセナ？あいつの時に来た。あ、違う。眠そうな目したやつは違った。あーナポレオンのお友達ね。制約か。35% に、さらにこれか。モンスターの防御力マイナス 8% がつくのか。なるほど。偉い。あ、てか思い出した。モンスターデバフって他にもいるでしょう。アンドレ・マッセナな。アンドレ・マッセナってこれ、あれじゃなかったでしたっけ？その通常のやつで出ない、お高い方じゃなかったでしたっけ？私、眠そうって言ったのこいつでした。アイザック・ブロックでした。全然違うや。アンドレ・マセナさんだってあれでしょ。エピック歴史の名称から出ないやつでしょ。どこだいた。そうだよな。そう。スールトじゃない。いた。はい。そう。眠そうなやつとスーシーがいるんですけど、アンドレ・マセナいなくて、そう、私ね、ゲットできなかったやつですね。アンドレ・マセナいいな。私ね、なんだっけな、ベイオウルフかなんかかな、最近引いたやつにデバフついてるなって思ったような。こいつだ。そう、ベイオウルフがね、モンスターデバフマイナス10ついてるんですよね。うん、だから、こいつをお供につけるのもいいかなと思いつつ、でも一応私ね、雪村をね、よくお供に、高レベルモンスターを倒すときには、雪村をお供につけてるんですけども、こいつね、モンスター防御デバフマイナス 5% なんだよな。一応特性でね、相手の攻力をマイナス 15% 下げるのが強いので、雪村を一応使っているんですけれども、せっかくベイオウルフを引いたので、ベイオウルフのね、制約がもしマックスにできるのであれば、こいつも使っていいかなって思ったりもしつつも、はい、私はモードレット持ってないので、うーむって思ってます。はい。多分今の状態やったらきっと雪村の方が強いかな、みたいに思っていて。どっかでね、試し打ちしようかなと思ってたんですけど、同盟ボスとかってね、効かないからな。こいつ特性何なんだろう。火力と防御。部隊転移上がるのマジで偉い。あれっすね。そう、これバフなんだよね。で、バフがね、上がるんだったらこいつ一択だけど。なるほどね。さあ、タモさん、ルーレット、制服が2個って、素晴らしい。おめでとうございます。のんのさん、マリア・テレジアの特性1を上げてます。マリア・テレジア。こいつの特性。あ、このワンちゃんの絵は火力下げますね。雪村と一緒じゃん。へえ。行軍速度。行軍速度も重要だよな。そう、行軍速度の話もいつかしたいなと思ってて、ちょうどいいか。はい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 。この特性1は偉いですね。しかも特性1は上げやすいですからね。マリア・テレジアはね、スタミナダウンをしてくれて、モンスターのデバフも持ってるんですけど、彼女ね、メインで使わないとこの赤星部分が効かないんでね、マリア・テレジャーは第、2戦の、モンスターハント要員としてね、私使ってます。ただマリア・テレジャーって本当は騎兵が強いんですけれども、私騎兵の T14 最低限しか持ってないんで、余ってる歩兵で殴るようにね、ソードを持ってますね。はい、思い出しました。そう、私ね、配信の最初に、同盟を移動して、強モンスターも、倒すようになって、ハンターラッキーボックスが集まってきましたと。来週あたり100集まると思うので、これ開けようと思いますみたいな話をしたと思うんですよと。で、モンスターラリーが増えたので、スタミナがね、ガンガン減ってきていますと。
だいぶね、溜まっていたのが、すごいペースで減っているので、あんまり調子こいてると、ね、枯渇しちゃうので、最近はラリーに参加するときは、雪村がね、スタミナを下げてくれるので、雪村とナサニエル、このスタミナ減少コンボ、こいつらでもうひたすら、試行回数を増やす。はい、ダブルドロップ率、犠牲にしてでも参加回数を増やす方にシフトしてますよっていうところなんですが、それだけじゃ足らなくて、足の速さ重要ですよね。その検索で近いとこと戦うのはまあいいんですけども、そうじゃなくて、遠くのやつもみんなね、しっかり見つけてくれるんですよと。この400メートルだとか、そういったところに行くときに、足が遅いと、次のラリーに参加できないんですよね。それがもったいなくて、今、一番上げたいのは、行軍速度。これですね。上位同盟に来たからこそ思う。行軍速度、今381%。モンスターの行軍速度567%。567%はこれ人気変えたら上がる。よいしょ。はい。モンスター向けの行軍速度今627.8% でしょ。で、さらにこっちも上げられるので。今ね、今日は資源採集の日なんでファベルジェエッグずっとつけてますけど、大体はツタンカーメンダガーをね、つけています。はい。ということで、ニアン期間はずっとね、モンスター行軍速度をずっと上げていたんですけれども、これでね、モンスターへの行軍速度今702.8% なんですよ。で、一応702.8% あると、ラリーとか参加した時の戻りの速さは、だいたいうちの同盟の中ではトップクラスだったかなと思うんですけど、やっぱこれでもね、足らないと思ってて、行軍速度上げたくて、でも制約はもう難しいから、こうなったらこの辺なんですよ。こいつあるかな。刻印にね、モンスターへの行軍速度があるんですよ。はい。次はキメラちゃんあげようかなと思ってたんで、このキメラちゃんのモンスターへの行軍速度。これね、2%ずつとかでもう上げると、やっぱ結構違うと思うので、これ上げたいんですよね。はい。重血の結晶がね、そんなにないので、たくさん上げられないんですけれども、はい。私が今、上げたいなと思ってるのは、通常の行軍速度も、もちろんね、速いに越したことがないし、もうモンスターの行軍速度、もう、ラリーにたくさん参加するのであれば、もう足が速くて悪いことないんで、はい。もう参加する試行回数をね、いっぱい増やすのが、はい。戻りが遅くてだとか、間に合わなくてっていうのがもったいなくて、やっぱ1分ラリーとかをね、組まれちゃうと、そもそもその参加ができないっていう、そういう機会損失もあるので、モンスターへの幸運速度をね、今すごく、上げたいなって最近思っています。はい。これで還元ですよ。はい。資源還元イベントが1段増えましたねと。リソースというか、そのリワード効率がね、上がりましたねと。トレジャーハント。ピラミッドのやつ気づかなかったですけど、ピラミッドのね、リワードちょっと上がってたみたいですね。ジェムに変化そんななかった気がしたんですけど、くっついてくる文明の秘宝だとか、あの辺がね、ちょっと増えてたっぽいんですけども、まあでもなんか、目に見えて上がったかっていう感じじゃなかったんですが、そんな感じで、いろんなイベントのリワードが増えてくんだとしたら、俺たちの真の超お得な育成返ってくるんじゃないかな。真珠を上げた時にも、ポイントが貯まる。あの超お得な育成がそろそろ帰ってくるんじゃないかっていうのを期待してます。最後に来たのは去年の2月とかだったと思うので、1年ぐらいね、放置されてるんですけれども、そろそろ来るでしょ。そろそろ来るでしょっていうのを願って貯めてます。片様さん、ラリーでも雪村バフ有効ですか？有効ですよ。正確には、えっと、メイン将軍。ラリーの、例えば、よいしょ。この辺、例えばっていうか、これか。はい。今ね、雪村つけたので、スタミナ、通常のバイキングのスタミナって
10だと思うんですけど、雪村がメインでついてるので9になっています。これが雪村じゃないやつになると、ご存知の通り、10に戻ります。で、マリア・テレジャーなんかはね、8になります。で、マリア・テレジャー8になるんですけど、こいつ、ナサニエル・グリーンと競合するんですよね。だから、実は、雪村だけだと9だけど、ナサニエル・グリーンってやると7になるっていう、スタミナ最大効率は雪村とナサニエル・グリーンがソリューションです。で、この場合ね、空振った時には、この30%分増えるので、はい、雪村をメインにする場合、この赤星の能力も効く感じになるので、おすすめです。はい。数値で見ると、雪村は、消費スタミナ5%、10% ダウンと、ナサニエルグリーンで25%ダウンの合計35%ダウンになりますね。はい。で、マリア・テレジャーの場合は、20% ダウンと、ここで25%ダウンなんで、星がね、赤星5までなると、彼女一人で、スタミナが30%ダウンが、するので、はい。もちろん雪村との組み合わせには負けるんですけれども、はい。十分ね、強い。はい。マリア・テレジアとバイバルスみたいなね、組み合わせ、すごくいいかなっていうふうに思ってます。富山さん、補足ありがとうございます。はい。雪村のモンスター防御デバフの話だとすると、はい。ラリーの参加者の中の一人だけ参照されますね。はい。全員が雪村染めしたら、モンスターのデバフがマイナス何百パーセントみたいなことにはならないです。はい。で、それはドラゴン装備も同じことが言えます。ドラゴン装備もね、はい、セットバフでモンスターの攻撃力と防御力マイナス10%ってつくんですけれども、はい、これも全体の中で一人でもこれやってたら、それが適用されます。加算されません。はい。ミロさん、こんばんは。デバフ必要ないときは、行軍速度のためにスパルタカス星3されそう、スパルタカスな私、そう、枠なくてやってないけど、あいつ足速いんすよね。いいですね。そう、あいつね、足速いんだよな。こいつね、覚醒して、クソ足速くなりましたよね。はい。もともとね、モンスターの走るときに足が速くなるよってなってるんですけど、こいつ、ね、星をさらにつけていくことで、スタミナの消費もダウンするので、途端にね、使いやすくなるんですよね。はい。モンスター討伐のスタミナダウンが5%、10%。そう、星3までで十分ですね。アイテムのドロップ率も上がるし。そう、足の速さはね、大事ですよね。ぐる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 何回も参加したいんで。島流さん、確かモンスターデバフは50%までですよね。なんか上限があるんですよね。なんか、それこそ、エボニーウィキさんのモンスター、スマホから見れば私すぐ見れるわ。そう。大体ね、エボニーウィキさんのページはね、もうタブで、いくつかのページはね、すぐ見れるようにしていて、まあ、そんなに眺めてるわけでもないんですけど、ボスを倒せるサイエンスツール。モンスターデバフは、そうですね、マックス50%ですね。スライダーが50までしかないや。多分、重複で多分そこまでいかないですよね。私はだから今、雪村で、マイナス10%と、
ここでマイナス 15%。で、カエサルを上げようとしていて、こいつでさらに特性で、8、12、16、18、20、35%。で、35% ダウンする中のさらに竜陸のコテをゲットできると、ここで 15% で、50% デバフまでいくかなっていう感じですかね。あとさんは3、なるほど。あと、ソロやワールドボス、同盟ボスなので、属州都市に雪村複数つけても意味ないですか？あ、はい、それはね、昔は意味あったんですけど、今は意味がないです。はい。昔ね、ワールドボスの、はい、私、スピード枯渇勢なので、ケルベロスさんとかは、バイバルスです。昔、ワールドボスのランキング上位を狙う戦略として、雪村を、市長としてつけまくってやるのが一番ダメージ伸びるやり方だったんですけれども、あれが、一時期から修正が入りまして、効かなくなりました。はい。まだ雪村はね、覚醒する前だったんですけれども。はい。それが使えなくなったって言って雪村を、売却しまくった後に雪村が覚醒するようになって売らなきゃよかったっていうね、前、流れがあったんで。で、同盟ボスも同様で、ワールドボスと同じく、こいつらモンスターデバフ影響を受けないですね。はい。それよりも、パーセントバフとか部隊転移を上げて、マシマシで殴った方がいいです。ワールドボスと同盟ボスは、モンスターデバフ効かないような仕様になってるかなって感じですかね。はい。まあ、とはいえね、変わるんですよ、仕様。はい。昔は聞いたのに聞かなくなったっていう。はい。逆になんかね、どっかのタイミングでデグレして聞くようになったりとかする可能性があるので、はい。あくまでね、今時点の参考と捉えていただけるといいのかなということで、同盟ボスそういえばランキング大丈夫かな？ 100 位以内にね、入るのが大事なんで。あ、75位ね。75位で100位は 2.8M でしょ？私 3.6M だったよな。あ、もう100位以内で大丈夫だ。オッケーオッケー。はい。まあ、145ずつ、確保できれば、やっぱり2週間後ですね。再来週3300いくので、再来週の配信で、同盟ボスの、同盟ボスの報酬のオープン、オープンの儀をやろう。はい。来週ハンターボックス開けて、再来週はこれ、ランダム文明装備の巻きの宝箱開けます。はい、はい、はい。何の話してたっけな？はい、そう、足の速さが大事だよというところで、リソースがね、リワードの効率をちょっとずつ上げてくれているので、俺たちの真の超お得な育成が返ってくるのを祈ってますと。で、その希望がちょっと見えたかなっていう話をそうしようと思っていたんですっていうのが、今日のところで、何かっていうと、はい、消費還元イベントね、しっかりゴールド、罠、研究。これもね、1段増えましたね。今まで研究とかって 100K までだったんですけども、175K が増えました。で、スピードアップの時と違って、ちょっと、そのリワードは増えてます。はい。ワナスピードアップも同様に 175K。まあ、ワナスピードアップはね、なかなか使う人いないんじゃないかなと思うんですけども、研究はね、皆さん使えますよね。で、ゴールドも、今までは 300M がマックスだったんですけど、500M まで増えていますということで、ちょっとね、効率が良くなっているので、はい、スピードアップの時はね、一番下とその一個の上がね、リワードの数全く一致してて、何これふざけてんのって感じだったんですけれども、資源還元イベントはどうなるでしょうか。今までの 20B と
同じ変換効率なのか、同じバックなのか、どうなのか、とても気になりますし、あとはね、条件が、まあ、40ってないと思うんですよね。なんか33とか、なんかその割合、増え方の割合的には、20B の次はね、33B とかだと思うんですよ。で、まあ、20B の時よりね、ちょっと多い感じでリターンしてくれるようになると、いろいろね、はかどると思うので、はい、私ね、そう、計39、もうどこかでまあ目指すことになると思うので、それまでに上がってほしいなというところ、ちょうどね、ぴったり合うので、はい、今週の金曜日はね、すごく楽しみにしています。はい、ということで、しっかりね、この消費還元イベント、こっちも上がっていたので、次の資源還元イベントも楽しみですし、アレース地の、イベントだったりだとか、真珠じゃない、ドラゴンか、の育成のイベント。はい、最近真珠もね、力入れてるので、真珠とね、ドラゴン合わせての超お得な育成になってくれるんじゃないかなっていうのをちょっと期待しています。はい。あくまでね、期待なので、違ったら、期待した分だけ残念なことになるので、話半分に聞いておいてもらえたらなと思うんですけれども、はい。またね、あれが帰ってくるといいなって思ってます。はい。せっかくこのタブ開いたんで、文明ルーレットバグってんじゃんよ。なあ、ここ光ってるけど開けられるんですか？いや、ほんとね、ほんとパソコン版ひどいんだよな。なんか、絶対かけ2がもらえるよ。やったね。ひどい。はい、配信中に文明ルーレットを引こうかなと思ったけど、無理でした。はい、なんかすごく、キラキラしてて大当たりな感じがしますね。はい、何もできません。あ、ここも一応反応しないんだ。ねえよ、買えって言われない。なんかクローバーのアイテム、こんなアイテムある？まあ、まあいいや。片様さん、結局今のところモンハン狩りのベスト将軍の組み合わせは何ですかね？私はメインにファーゾルとドラゴン、技量にモンハンコイルカップ、にカエサル、ユリク装備で、サブはマリア・テレジアです。サブ、私は雪村かなと思ってますけど、雪村、ベイオウルフ、アンドレ・マッセナ、そのあたりも使えるので、どれがいいんでしょうね。モンハンも、いわゆる通常のボス倒す。例えばアザゼルとかを倒すのを目指すよ、みたいな。そういう時にはデバフ将軍絶対つけた方がいいので、デバフ、モンスター防御デバフがマイナ50%つくなら、そういう構成になるならどれでもいいのかなっていうのが気がしますね。マイナス50%を維持してかつ、いかに火力を上げられるかですよね。でも、片様さんの構成で十分強そうですよね。どれが一番いいんだろう。モンスター防御デバフをマイナ50%にこだわれば、こだわった構成ならどれでも良さそうかな、みたいな感じがしますが、ちょっと、有識者の方にね、ぜひコメントいただきたいところです。さて、なんか残念ながら弾くことができませんでしたということで、その他のところを何か話すことあったかな。今週は、毎日強化イベントですね。ということで、私、将軍の強化ね、たくさんしなきゃいけないので、まあやってっかっていうところですね。はい。あと装備の150回強化もね、これはいつも通り青い装備をたくさん150回ポチればいいかなっていう感じですね。はい。その他のところはいつも通りで、同盟対決戦がね、今週からまた新しいシーズンが始まりますので、金曜日、土曜日のエントリーを忘れなくっていうところでしょう。うん。そんなところかな。で、サーバー戦争はね、途中でちょっとお話ししましたけれども、相手が計44がいて、昔当たったサーバーだったんですけど、今回はね、勝っていましたねということで、はい、いつものつよつよの方たちがね、頑張ってくださったようですということで、私はおとなしくしてました。おとなしく相手のサーバーでニアをたくさん勝ってました。もう少し頑張ればね、2.2いったんですけども、まあいいやってなりました。はい。
そう、一人で、ね、相手サーバーでモンスター飼ってるより、強い人がいるときには、うちのサーバーの周りでモンスター召喚してもらったやつをラリー参加してた方がね、そっちの方が得で。はい、兵数が少ないんでね、行軍が3つぐらいしか同時に出せないっていうのがね、はい、やりづらいところでしたかね。はい、といったところで、サーバー戦争は、最近は連チャンで勝っている感じですということで、相手 K44 いて、K44 もなかなかアクティブだったのに、そう、強い人たちすごいなっていう感じですかね。はい、激特イベントは、まあ、いつも通りの感じなんですけれども、戦術研究がね、今日までなのでお気をつけくださいと。まあ、スピードアップ終わっちゃってるので、無理に研究しないかなとも思いつつ、一応ね、今日まではこの研究スピードアップ、こちらがね、対象となっていますので、駆け込みでやられる方は、ぜひ、ぜひ、やっていただくといいのかなというところでございます。はい。ということで、あとは何かあったかな。特段ないか。初回購入のところですかね。はい。名称ホールがあと1週間続きます。はい。これね、デイリークエストね、いつも忘れそうになるので、いつもなるべくね、見るようにしてるんですけども、だいたい将軍100回強化と装備50回強化がね、ちょっと止まるんですけれども、よいしょ。はい、交換してもう97集まってんな。はい、金曜日からのまた長期イベントで、アレース値の還元イベントがまた来ると思いますと、シーズンクエストまだね、クリアしてない方、そのタイミングがね、おすすめですので、金曜日以降に試されるといいのかなと。金曜日以降のイベントを見て、やるといいのかなと思っています。まあ、はい。通常の通りに行くと、金曜日からアレス値の還元のイベントが来ますので、私はそのタイミングでやろうかなと思って撮っていますということで、これはね、まだ9日間ぐらい、ありますので、その最中にね、どんどん達成して宝箱貯めましょうと。まあ、これも引いていいんですけどね。中身変わるかもなと思って引いてないけど、一回引いちゃった。まあ、いいか。やった。紫。リクソン10。はい。まあ、こんな感じで、なかなかね、いいのが手に入りますので。名称ホールね、忘れがちだと思うのでね。はい、しっかり引いてくださいというところかな。島流さん、リクソンさんがもう少しで赤星4に行きそう。そうなんですね。まあ、名称ホールでいっぱい出るようになりましたからね。私は50か。リクソンって出してたっけな。出してないかそう、あんだけあるな。出してるわ。50でしょで、90溜まってるから、リクソン、それなりに上げられそうなんだよな。はい。普通にね、使うもよし、元老院に配置するもよし、比較的ね、歩兵の将軍って、その、元老院を開けやすいので、そう、歩兵のね、将軍をね、覚醒しやすいっていうのはね、素晴らしいですよね。私はね、今、騎兵上げるシーズンかなと思ってるので、先に井伊直政をね、星5にして、元老院のこのバフをね、ゲットしようかなと思っているんですけれども、はい。リクソンさんはね、ここに、つけやすいので、ぜひぜひ。イーナ・オマサの後、私、どれいけるかな。スールともね、もう450あるから余裕で、前田利家もね、450あるから余裕450ない。前田利家350だ。あと100必要だった。はい。前田利家は、なんとか集めたいと思います。はい。で、カスターが342でしょ。そう、遺跡将軍はね、元老院設置要員としてね、たくさんかける集めてるので、そう、皆さんね、遺跡おすすめです。元老院設置用のやつが、もりもり溜まりますんで。はい。まあ、荒地の方がね、足らないかなっていうのがあるんですけど、素数とね、450だからすぐいけるでしょ。あとは
そう、アスキアがもうね、もう450貯まるんだよな。こいつ遺跡じゃないんですけど、なんかこいつ将軍でよく見かけ、酒場でよく見かけんだよな。はい。あげたいのはね、いっぱいあるし、本当は仏道さあ、おじさんもね、こいつのデバフ優秀だから、こいつもあげたいんですけども、ほんとね、アレースの血が足らなくて、はい、リワードの改善の中で、こういったね、あの前からあるアイテム、絞られてるアイテムも、ちょっと出やすくなってくれるといいなって思っています。はい。将軍はね、いっぱいあるのに、あれ血が足らなくて育てられないのがほとんどだからな。はい。ちなみに、前田利家さんね、きっとね、この石板今2880に溜まってるので、これ開ければね、まあまあ、星5できるぐらい集まるかもな、みたいにちょっと思っています。はい。これ、資源の消費還元の時に、開けようと思ってまた貯めてるんですけれども。はい。もう、これもね、前から言われてますけど、これも一括オープン機能欲しいですよね。たくさん、ポチポチするの大変だし。はい。私もついに溜まって、はい。しばらくね、ずっと貯めずな生活溜まったらすぐ使う、すぐ使うってやってたんですけど、最近ちょっと溜めちゃってますね。はい。資源の消費還元が来た時に、一気に開けようかなと思ってます。はい。ということで、貯めてるアイテムがね、結構ありますので、20B は連続達成ができそうですというところと、どれぐらいね、余力があるかによっては、そう、2月の2月は1月 20B 達成しました。2月 20B 達成しました。3月 10B に抑えようと思ってたけど、ワンチャン3月 20B 達成目指す。もしくは、3月を 20B 達成できても 10B で抑えて、4月、4月のタイミングで、その 20B の次の段が増えるはずですと、まあ、30ちょいとかがね、予想してるんですけれども、そこのクリアを目指す。で、その時に王女を39に上げる。はい。もうね、王女39のこの建設要件でいきなりね、23B とか必要なんで、即クリアするんですよ。はい。なので、まあ、20B の次の段とクリアする方が、これ多分お得だと思っていて。はい。はみ出すぐらいならね、もうひどくない鉄 26B、米19、キ石23、鉄26、何してんのこいつ。鉄はみ出すぎでしょ。はい。っていうことがね、起こるから、はい。おそらくやっぱね、3月は 10B に抑えて、20B いけそうでも 10B に抑えて、4月に K39 に着工する。まあ、こんな感じのね、プランでね、今考えてます。はい。私の計算上ね、計算上その、イベント感覚から予測すると、もう5月には軍艦の、その、上げられる研究なくなっちゃうんですよ。で、そうなると、戦術研究のこの10%リターンを活かせなくなるので、途切れないようにね、研究するのが一番だなと思ってるので、K39 ね。はい。おそらく4月に着工する。はい。そんなところで考えています。だからこそ今回の2月で城壁と凱旋門。ここはね、しっかり上げることによって、K39 の要件のね、達成を満たしていこうかなと思っています。はい、そんなところでプランのご紹介でした。はい、ちょうどいいのでね、今日はこれぐらいで切ろうかなと思います。またね、来週は、来週は出張じゃないんで、はい、火曜日に、予定通りやろうかなと思ってます。さつきさん、コンジャルはリアタイ視聴久しぶりに来れました。コメントありがとうございます。コメントありがとうございますが、ちょうどそろそろ終わろうかなと思ってしまったところでございますが、ぜひ。いや、そう、多分ね、水曜日の方がね、都合がいいよって方もいらっしゃるとは思うのでね。まあ、それどころかね、まあ、たまに金曜日にやってもいいかなっていう時もありますよね。まあ、次、大型イベントが来そうなタイミングは、まあ、金曜日にね、するっていうのも
やれたらなっていう感じが。多分金曜日やったことないんだよな。今まで月火水土曜はやったけど、金曜日とかやったことないんでね、フライデーナイトエボニーをこのやった充血の決勝だ。はい。そんなところですね。はい。一通り話すことは話したし、引きたかった文明ルーレットはぶち壊れてるので、諦めます。はい。お知らせ系も、なんか、あったっけ？ないよね。あ、そう。属州都市当たったことなくて、お知らせ見たくて、レアの属州都市ね、投票してみましたと。こんな感じになるんですね。属州都市の鍵をゲットしました。で、使ったらね、座標が出てきました。これ多分、はい、当然のようにノランなんですね。これ開けたらなんか1時間ほど保護なんちゃらみたいなってて、歴史都市の鍵を使用して解禁した属州都市の保護期間が間もなく終了します。お早めに占領してください。保育間終了後、他の君主は当該属州都市を占領できるようになりますということで、多分最初の1時間だけはね、自分しか攻撃しなくて OK っていうことなのかね。はい。初めて当たってみたんですけれども、へえ、こういうログなんだってなりました。満足したので消そう。はい。で、あと何かあったっけ？皆さんと共有すること。ああ、火力。射撃兵の火力は、これはソロの属州都市ありの攻撃なんですけれども、この前のね、BOC のやつですね。はい、属州都市ありですね。ソロパンチで火力は1875% ですかね。はい、まだ、強化できるポイントはあるんですけれども、まあ、2000目指すより他やった方が効率的かということでね、一旦ここで止めてます。はい、あとは防衛かな。防衛も、なんか、負けなそうだったんで、ラリーをね、食らったんですけれども。よいしょ。防衛バフが、今のところ、射撃が1659、工場兵器が1518%というところで、やっぱね、工場兵器のね、バフを上げたいですよね。あと、デバフがね、あれなんか、1000%ぐらいデバフが、はい。射撃のデバフはね、今これ933ですけれども、2000のやつも1000%ぐらいデバフかけられてたんで、これかな。あ、全然違うわ。どれだろう。射撃のデバフは今、1021だ。はい。今のところ。1021だけど、これも半分か。もうちょっとあるな。はい。デバフはね、結構、上げることができてきますね。あれ、これ工場兵器のバフがひどい。はい。ということで、着々とね、軍権を上げてることもあって、バフがね、上がっているなというところでございます。で、お知らせ保護したはずなのにないぞ。ないか。まあ、いっか。はい。多分、そう、途中で話した、違う。お知らせ、今日のお知らせが見たいと思った。あなた。これ。文明祭イベント開催のお知らせね。これね、文明ルーレット、星の女神うんちゃらって書いていて、消費還元イベント。はい。これね、書いてないんですよね。消費還元イベントの報酬上げたよって。はい。金曜日はどうなるかなっていうのを楽しみにしてます。はい。サイレント一段増えてます。なんか、なんだろう、喜ぶじゃん。リワードがね、良くなったとか、よりアイテムがもらえるようになったよってなったら、ユーザー喜ぶじゃん。そういう時にね、大々と宣伝すればいいのに、ここ手抜いたかっていうね。はい。やめましょう。はい。あとなんか Facebook のね、コミュニティページに ID をコメントして残すと、なんか、特別なね、アバターフレームが手に入るよっていうのをやってるみたいですね、というところで、私 Facebook も持っていて、普通に本名でやっていて、顔写真とかも載ってるんですけど、これ ID の乗っけたら、特定余裕でしたってなるじゃん。これ、あの、
何なんですかね。炙り出しですかね。はい。これ登録してなかったら別に、ただね、専用アバターをくれるっていうだけだとは思うんですけれども、このイベントではね。はい。なんか、あのー何か本人確認というか、いろんなものをチェックしようとして、わざとこういうイベントをたくさんやってるんだろうかっていうのがね、ちょっとね、邪推しちゃいますよね。はい。ということで、はい。私はね、ゲーム ID 半分公開してるようなものなので、やれないなと思いますが、なんかこういうイベントがありますっていうね、ところです。はい。なんか話したかったことを思い出せたし、話ができたからいいかな。アニーさん、イベントを受けた時にジャルさんの配信あったら嬉しいです。ありがとうございます。はい、読み上げながら一緒に見ましょう配信にならざるを得ないんですけど、それでね、良ければね、やれなくはないですよね。そう、これまではね、金曜日固定で、友達と遊ぶイベントがあったんですけど、はい、アモンガスっていうね、ゲームを金曜日やってたんですけど、それがなかなか開催されなくなっちゃったんで、はい、今週はね、マジック・ザ・ギャザリングの、配信をやろうかなと思ってるんですけれども、そう、なんか別にそういうタイミングでエボにやってもいいかなって思わなくはないです。マサルさん、コンジャルは、あれ今日やってる。いや、そうなんですよ。じゃあ昨日ね、やれなくて、はい、今日にシフトしてました。ありがとうございます。島崎さん、そういえば私のサーバーのビッグが2度目のバンを食らっていました。仏の顔も3度まで。いや、でもビッグってことは、VIP レベル高そうだから、帰ってくるんじゃないですか。なんか、3日で帰ってくるとか、1週間で帰ってくるとか聞きましたけど、でも2度目なのか、3度目とかあったらやばそうですね。その、規約違反をしたからバンをしてるんだとしたら、復活させちゃいけないんじゃないかなって思わなくもないですけどね。どうなんでしょうね。サータモンさん、トイレ行ってる間に話題になったらごめんなさい。オープニングのグラディ終わってます？え、終わりました？スマホはグラディエーターでしたけど、あ、それ画面表示できるかな？ちょっと試してみるか。一回画面消して、多分これで別に画面がおかしくなることはないと思うから。さあ、これで。普通のやつになりましたね。今ちょっと間に合わなかった。ちょっと待ってくださいね。これで、ローディングってやるんですよってなると、無理だ。画面の切り替えがうまくできない。この状態で、この状態で、よいしょ。はい。昔のオープニングになりましたね。スマホどうだろう？スマホやると、スマホは、私はまだグラディエーターのままですね。で、PC は、古いやつになってるんですけど、もう PC はもうそもそも信じられなくて、バグってるんで、はい。いろんなところのバグがあってデグレしてる感じがするので、PC はちょっと参考にならないですね。ただなんか、グラディエーターイベントもう一回ぐらい来るかなと思ったんですけどね。来ないのかな？なんか、なんだっけな、ザフの戦いだっけなんか忘れちゃいましたけど、特別な名前の戦場に変わるかなと思っていたんですけれども、なんか、結局来ないですね。サータモンさん、キリスト復活の話ですか？なんだろう。でもね、まだ特別なイベント来るタイミングじゃないんですよ。だいたい3ヶ月に1回来るんです。はい。で、前回来たのが多分11月だったかなと思うので、11月だから、12、1、2、来るな。来るかもしれない。新しいイベント来るかもしれない。3ヶ月か4ヶ月に1回、どっちだっけな。バンされて3日で復活って話は、そっちの話か。
神じゃないですか。神扱いじゃないですか、それ。4ヶ月に1回か。4ヶ月に1回だから、あれ違うな。真珠が、次3月。12から1、2、3でしょ。いや、で、グラディエーターも、まあ、12月換算だとして、3月に新しい新イベント来るかなと思ってるんですけども、まあ、今週のゲームはさすがないかなと思いますね。島流さん、前回は3日で復活しましたね。そう、なんか3日って噂聞いたけど、3日とか、1週間のパターンもありませんでしたっけ？まあ、わかんないや。はい。まあ、まあ、うちのサーバーもバンされておかしくなさそうな人もいるものの、バンされてないからな。はい。なんていうか、なんだろうな。リアルマネートレードはちゃんと取り締まった方がいいかなとは思いますけどね。はい。リアルマネートレードされちゃうと、結局、課金済みの強い城が残り続けることになるので、新陳代謝ない感じになっちゃうから、なんかね、新しいアカウントで新しく課金してもらった方がいいに決まってるのに、他のところに金流して、そう、人から買ったアカウントで別に課金しなくても十分強いってなったら、なんか別に運営損してる気がするんだよな。まあ、それをね、特定するのが難しいってのはあるかもしれないんですけれども、でも、ログインするタイムゾーン、言語、あとは、プレイの雰囲気が変わるっていうのは特定できそうなものだけどな。はい。まあまあまあ、いや。のいのりさん、私スマホ2台使ってアカウント2つ同時にやってるんですが、ずっと前から片方はグラディエーターで片方がノーマル OP になってます。あ、そうなんだ。へえ。なんなんでしょうね。爪の甘さだと思います。はい。運営の爪の甘さによるものな感じが。島流さん、ボットはバンされませんか？されにくいボットもあると、多分ボットはバンされる気はしますね。うちのサーバーでボットは使ってる人は多分いない気はします。ボットってあれですよね。自動で、タイルに出したりだとか、自動で、狙われた時に、タイルから引き上げたりとかするボットを使ってる人とかもいたり、あとリソース関連だとかな。はい。なんか他のサーバーでそういうの見かけて、ね、SVS 中に狙ったらなんか自動でメールまで来たんですけど、はい。そういうね、ボットもあるようですが、そういうのはね、バンされてますかね。で、外部サイトとかの座標をね、見るみたいな、ああいうのはね、バレにくかったりとかするので、ああいうのをバンされるの見たことないかなって気がしますね。まあ、そもそもそれを使ってるっていうことの証明が難しいですからね。いや、まあ、湧いて数分の座標を近くもない遠くの座標をパッと見つけて座標投稿したりし始めるのおかしいかなと思いますけど。お、私のバイキング倒してくれてる。ありがとう。参加してなかったかも。はい。まあ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 。まあちょっとね、黒い話はやめときましょう。今度ね、まあなんか、基本的にね、私の配信は、まあなるべくね、なるべく、ネガティブなね、やつはね、喋らないようにできたらいいなとは思ってるものの、まあたまに出ちゃうんですけれども。はい。そう、私の配信は、無課金でもそれなりに強くなれるよとか、こういうプレイをするといいんじゃないかとか、皆さんがコメントしてもらって、ね、やっぱ、知らない情報を知ると楽しいし、それを活かしてね、強くなったりってできると思うんですよというね、そっちが目的。皆さんがね、より、その、強く
なる方向性で、エボニーをね、楽しんでもらえるといいかなっていうのでやっているので、まあ、なるべくね、ネガティブなことをね、しないよう、喋らないようにしようと思いつつ、今日はね、フ族のところすごく文句を言った気がしますが、はい。とはいえね、まあ、いろいろね、途中で話しましたけど、オートラリーの召喚機能、あれは、内戦というか戦争に利用できそうだよね、だとか、なんかそういうね、話しづらい話っていうのもね、どっかでね、してみたいなと思ってはいて、とはいえ、ね、あんまりオープンでやることでもないので、はい、メンバーシップそろそろ作るかとかね、ちょっと考えてたりします。まあ、メンバーシップね、やるとしても、メンバーシップっていうのは YouTube の、有料コミュニティ機能なんですけども、別にという、有料にするのも、最低金額いくつなんだ多分ね、30円ぐらいとかで設定できる気がするので、単純にそういう話題でもいいよとかそういう方向けのクローズドなね、配信をたまにはしてみてもいいんじゃないかっていうのをね、ちょっと考えたりしてますっていう。はい。全く具体的な予定はなかったり、そのためにね、アイコン書かなきゃいけなかったりとかね、いろいろ補足的なというか、やんなきゃいけないことがあって大変なんで、結局やらなそうなんですけれども。はい。今年はね、まあいろんなそういうこともやれたらなと思いつつ、普段のね、ゲームプレイ、私エボニー以外にもいろいろやってるので、はい。そっちのね、時間もあるので、なかなかやれないなと思いつつ、登録者1000人に向けていろいろやんなきゃなって思っている今日この頃でございますということで、はい。結局長くなってしまったので、そろそろ切らないと。知らないですね。エボニー漫才。次にさ、メンバーシップ裏ジャル。そう、メンバーシップ裏ジャル。そう、表のジャルはね、一応、あの、いいこと言っとかないと。はい。いや、今日裏の話したな。フン族でね、ソロで行くような人がいたらかすめ取るみたいな話とかしましたけど、そう。はい。大体はね、大体は思ったこと喋ってる気はするんですけど、一応言葉は選んでるので、言葉を選びすぎなくていい配信もたまにはしてもいいのだろうか、みたいな思ってるっていう、そんな感じです。片沢さん、30円相当のね、メンバーシップも興味ありますな。ありがとうございます。30円相当の話題ってなんだろうな。そこも難しいですけどね。そう、なんていうか、高い金額を設定しても絶対還元できないから。でも30円ぐらいだったら、ね、いつも喋れない話題を喋るかっていうのができるけど、そうなんですよ。そういうのもやれたらおもろいなって思ってます。TC88B はるさん、チャンネル登録させていただきました。いつも楽しみに見てます。ありがとうございます。もうチャンネル登録ありがとうございます。そうなんです。チャンネル登録をね、していただけるとありがたいです。そう、1000人に、ね、なるかどうかが結構違うので。はい。もうね、見てくださるので、もうたまにでも構わないんですよ。はい。チャンネル登録だけね、しといてもらえるとね、非常にありがたいっていうね、はい、ところがあります。一応ね、なんだろう、アーカイブでも見られるように、あれにはしているので、タイトルとかなるべくね、今日のテーマにするようにはしてるので、まあ関係ない話すごくするんですけど、はい。しかもね、毎回アーカイブが長いっていうね。そう、本当はね、動画とかにしてね、皆さんがね、必要なとこだけ見れるようにするのがね、一番なんですけども、はい、動画作ってるとプレイ時間が削られるのでそのバランスが難しくてやれてないでございます。っていうね、赤裸々な話とかをね、できるといいなと思ってます。月見さん30円じゃ飲み物買いません。せめて50円。いや、30円ならいっかって言って5人登録すれば飲み物買えるんで大丈夫です。ありがとうございます。はい、そんなところで。
はい、BOG が終わって、こちらにね、来てくださったという方もね、いらっしゃるかなとは思うものの、今日はここで終わろうかなと思います。エロコックさん、よし、フン族行きますか。いや、そう、フン族行くんですけど、ちょっとマッチング大変なんで、私はやめときます。こそこそっと一人でプレイして、今日はね、ノーマルとハードとかで、すぐに寝れるように、すぐ終わるやつをやって、で、寝て、木曜はハードとナイトメアをね、ちょっと、あのー苦痛なマッチングを頑張ろうかなと思っています。はい、今日はもうタイルの日なんで、タイル出しときたいからな。はい、さあ、で、それでは、はい、今週ね、金曜日、待ちに待った資源の消費還元が来ます。おそらくね、20尾の次は、まあ30ちょい、33とか、増え方的にはそれぐらいのね、設定になるんじゃないかなと予想してます。いきなり40はないと思うんで。はい。33尾ぐらいだとして、還元のね、リワードが、またコピペなのか、コピペというふざけた内容なのか、それともちゃんと上がっているのか、そこがね、とても気になるところというのと、超お得な育成が来ますが、真珠も OK な真の超お得な育成になってるか、ここがね、はい、焦点かなと思っております。金曜日ね、楽しみにしています。一応金曜日は、まあ、多分配信はね、難しいんですけれども、難しいというか配信はね、別のものをしてしまうんですけれども、X でね、投稿はしようかなと思っていますと、これ来たーみたいな、いつもね、金曜日はなるべく配信、そういった X への投稿しようと思ってますので、はい、チャンネル投稿だけではなく、まあ、よかったらね、X の方もフォローしていただけると。まあ、私、X、たまにしか見ないし、コメントもしないし、関係ないこともコメントつぶやいたりとかして、エボニーに対する有益な発言するかって言ったら、果たしてっていう感じなんですけれども、ね、よかったら登録していただけたらと思います。はい。ということで、本日もありがとうございました。チャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。ということで、よいしょ。はい。最近イベントスケジュールの話してないけど、まあね、最近イレギュラーがないのでね、特にコメントね、しなくても大丈夫かなっていう感じがありますよね。はい。金曜日から満足も来ますんで、はい。満足、リソース回収頑張りましょう。そんなところで、今週もありがとうございました。来週はまた火曜日に配信を予定してますので、よかったら、ご参加いただけたらと思います。それでは本日もありがとうございました。おつじゃる様でした。